皆さんおはようございます。今日はドラクエ10のモーニングルーティンをスタートしていきます。起きてからまず一番にサインをいただきます。はあ、染み渡る。その後はちょっとランニング。太陽の光が気持ちいいです。ちなみに今日の洋服はお気に入りのこれです。可愛くないですか？あ、モンスターに出会っちゃったらついでに倒しちゃいますね。メラゾーマ。ドラクエ10を始めてから毎日が潤ってます。イエイ。ドラゴンクエスト10オンライン無料体験版も配信中。クエスト10 TV。 なんか飲んでる。はい、皆さんこんばんは。超力テレビスタートです。今日も MC 務めます。私も朝起きたらまず白湯を飲んで、アストルティアのみんなに口づけを送ります。つばきあのです。あれ、今日スタジオ誰もいない？あれ？何？恐ろしい天変地異が爆発音聞こえたんだけど、何なのこれ。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そしてはい、私は朝一はそうですね、枕元のメガネを探すことから始まります。バッファロー五郎竹岡です。よろしくお願いします。リアル。でもそれ多分モーニングルーティンであげる人いなそうですよね。そうですね、装備メガネをね。装備メガネをね、そうでございます。はい。では早速ゲストの皆さん紹介してまいります。ドラゴンクエスト10でポステイルの声を担当されている声優の雑賀美月さん。皆さんこんばんは。今日は仕事というより楽しみに参りました。雑賀美月です。よろしくお願いします。お願いします。お願いしま私朝一は中年なんで血圧測ります。毎日毎日リアルでございます。はい。さあ、そして第5期初心者大使のリーナ。はい、皆さんお久しぶりです。こんにちは。私も左右から始まり、熱燗で一日を締める第5期初心者大使のリーナです。よろしくお願いします。熱燗なんだね。そうよ。温めて寝るっていう。なるほど。朝起きて温めて最後も温めて。そう、最後はアルコール消毒プラス温めて。そうですそうです。大好きなセミは食べない。大好きセミ、もうちょっと半年ぐらいしてからかな。あ、時期があるんです時期があるんだね、セミやっはぱ夏ですね。なるほど。そうだね。新鮮なのいただきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして開発陣の皆さん、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山浩二さん。はい、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山です。2番組組でちょっと前回申し訳なかったですけども、今日は元気に登場してます。よろしくお願いします。お願いします。そう、前回はね、お休みということでしたけど、そうですね、念のためだったんで別に体調は問題なかったんですけどね。はい。そうでございました。よかったよかった。はい。そしてドラゴンクエスト10オンラインディレクターの安西隆さん。はい、皆さんこんにちは。ディレクターの安西です。朝起きたら目薬をさしますね。最初ささないと見えないんですよね。すごい乗られてる。はい、今日はですね、たくさん情報を持ってきましたんで、皆さん楽しみにしてくださいね。頑張ります。お願いします。楽しみ。お水もいつものように用意しております。水もたくさん用意しております。はい、頑張っていただきたいと思います。そして最後はドラゴンクエスト10オンラインチーフプランナーの小沢直美さん。はい、チーフプランナーの小沢直美です。今日は大役をいろいろ任されたりもしてるので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。そろそろもしかしたら小沢さんにもお水を分けないといけないかもしれない。はい、それぐらいの多分今日はねカロリー使う感じだと思いますので、頑張っていただきましょう。はい、皆さんお楽しみに。はい。そうそう、ドラゴンクエストのね、一番くじなんかもちょうどそうですね、やったりとかね。結構売り切れでね、なかなか引けないという声も。皆さんやりました？
ねあとは冒頭のね、うんモーニングルーティンもね、はいお披露目になったりとか、いろいろしておりますけど、でもはい結構ね、狙ってやったなんてね、うんツイッターでも見たりしましたけどね、うんタオルとかもすごい可愛くてね、ね可愛かったいろんな職業のとかね、はいアイデアがいっぱい売り切れてたって人がやっぱ多い、そうだよな。またやってほしいね。ホットサンド作ホットサンドを作った本当いだすごい。すごい楽しみでございます。 10件いたけど売り切れ。おお。うんうわーすごい。今日売り切れてました。あ、そうですよね。はいねえ、そしてそうだ、クイーン総選挙もねほう結果が出まして、皆さん誰に入れましたかね。ね今回はね、いろんなね、ちょっと波乱というかね、いろんなことあったり、そこら辺もねまた後ほど後ほどはい、楽しみ。はいじっくりとお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、今回の超デキテン TV は最新情報盛りだくさんでお届けしてまいります。い安西先生、小沢直美さんにはたくさん本当に今日はね、話してもらいます。はい。おそらくてっぺんは超えると思います本当に。おお。ね、話すこといっぱいあるからね。本当です。さらにアストルティアをくまなく調査しているアストルティア調査隊の報告や、提案広場にいただいた皆さんからの投稿に開発陣が生で答える提案広場に生アンサー、はいこちらもありますので、そうなんですよ、皆さんこちらね毎回大好評なので、はいこちらもお楽しみください。今回の放送でもスクエアエニックスアカウントとニコニコアカウントを連携して番組を期間内にご視聴いただくとこちらのゲーム内特典もらえます。じゃじゃーん。ありがたい。はい二次錬金石とかね、首券25とかもらえますのでプレミア会員お得ですよ。おーい。そして本日もアストルティア放送局も番組開始から放送しております。アストルティアのみんな見てるねえ。前回青山さんはあそうだね現地でそうなんですよね。ねスタジオちょっと内なしに、もうむしろ一生に一度かもしれない。はい、アストルティア内でご覧になっても何か感じたことそうですね、がありますか。 2つありまして、はい1つはDK10TV って超いい番組ですね。面白かったです。冒険者の皆さんと見てたからっていうのもあるんでしょうけど、やっぱり皆さん軽快な椿さんとか竹川さんはいつも通り軽快なと、軽快なとこはここ見てても分かるんですけど、ちょっと気になったのがですね、はい安西さんと小沢さんが私がいるよりも生き生きとしてたんじゃないかと思ってこれどうなんでしょうか。バレた伸び伸びしてたのバレた。たまたまそう見えたのか本当にそうだったのかみたいな。ちょっともう次もちゃんと私呼んでもらうように頑張りますけどあともう一個あって、はいちょっとね技術的に気になったことがありまして、でそれをちょっと開発の中のその現場のスタッフにと話をいろいろ議論しましてですね、はい最終的にはどうも60分の1秒ぐらいの隙間があるような処理があったみたいで、それなんか隙間がそうです、ちょっとズレみたいのがあって、おーそれ6.1 からは次の 6.1 からは治るかもねって話は出てましたね。すごい、うん、それはもう見ててパッと感じたんですか。そうですね、見てすごい聞いてて、はい、へそうそう、1フレーム分のズレがちょっとあー60分の1、そうですね。私わかりますよ。わかる。わかりますよ。格ゲーとかやってるとね、うん1フレーム2フレーム技飛んだのみたいな隙とかがあるんで、そうですそうですね。それのね音との隙間がちょっと気になった感じでいした、ね。や常識ですよこのぐちょっとらいな。やだわ竹若さん難しい言葉もね、本もう理系ならリーナじゃなしに私に任せる。当。そうですね。まあそんな感じで楽しかったですね。すみません、久しぶりにゆっくりさせてもらいました。でもどうでした。こう皆さんとやっぱ一緒に見てる感じ、感想とかなんかちょっといいことも悪いこともどんなこととかみんな言ってました。悪いこともって意味だと別にルームメンとかチームメンとかにも時々私のこと知らないんで出てるんで悪いことは聞いてはいるんですけど、だからそれは別に慣れてるっていうか普通のことなんですけどね。はい。でも楽しかった。本当皆さんでも楽しんでる方が多かったんで楽しかったですね。はい。ね、素直ないろんな意見がね周りにチャットで飛び交うということですそうそうそう、ね。この今流れてるコメントをみんなチャットで打ってくれてるっていうね。ね、それが反映されてますからね。へー
いつか私たちもはい一緒に見れる時が来るのかな、ねないのかな。 MC やりながら誰がやるのやりながらこういや無理だよやね。りながらこの画面見ながらこうでも今の状況がねすごいね、うん。かなり技術がね進歩したみたいな感じのことですから、いやすごいよねさらにびっくりしましたねもんやってるねはい楽しみでございます。もう一回ですね、アストルティア放送局についても詳しくご説明させていただきお願います。します。アストルティア放送局では先ほどのニコニコアカウントとは別のアストルティア放送局連携というものがございまして、はいそちらをしていただくとニコニコ生放送で表示されているコメントが、アストルティア放送局でも表示されるようになります、んそして周りと放送局にというね新しいチャットが使用できるようにもなります。はい周りと放送局にはドラゴンクエスト10オンラインの周りにチャットをすると同時にニコニコ生放送のコメントとして、送信できる機能となっておりますはい。多分みんなもうやってるそろそろ慣れてきて、ねほらやってるよ。もう自然にできてると思う。さすがはいさす。がです。うん、快適に見れてます。あ、ん嬉しい。おー嬉しいコメントちゃんと動いてるということうん、ですね。なんか逆にこういうのがこうしてほしいみたいなのがあったらガンガン言ってもらった方が多分、反映していくと思うんでそうね。そう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 うんそうね仲間と見てるよってのいいですね。ねえ、嬉しい。あ、だんだんやっぱね、一番初めちょっと音がどうのとかね、うんちょっとありましたけど、あ、オルフェアで見てますとか、ガタラもいい。うんおお。ガタラでうん。出ますとか、あ、椿さん可愛いとか、あれそう書いてありましたうんね違うところでやって椿さん綺麗とか、うん書いてあるね今カタカナでしたね椿さん若いとかね、あーちょっと真実を伝えないといけない。今だいぶカメラがもう。あれ、何ちょっと何これちょっとおかしいよモザイクかかってるやつさすがです。ちょっとやっぱりね、嘘が入っちゃうと、こういうことになっちゃうかね、そうもしれないんでね。、真実を伝えないといけないからね。正しいコメントを読まないと。目薬ささないとうつす価値なしってやつってことですよね。あんたさんおかしいよそそうれ。ですね、目薬なし状態でござい入れます。た瞬間綺麗ですねって失礼でしょうかそれは。やめてください。想像力でね。想像力じゃないです。ははいい、こちらはですね、モニターの近くでのみ使うことができる機能でございます。さらにアストルティア放送連携をした状態で、はいアストルティア放送局を視聴しても先ほどのニコ生視聴特典の対象となりまはい、どちらの連携で視聴してもアイテムをもらえますが、ニコ生連携とアストルティア放送局連携は別の機能でございます。過去にニコ生連携をしたことがあるという方も、アストルティア放送局でアイテムをもらいたい場合は改めてアストルティア放送局連携を行う必要がありますので、皆さんご注意ください。はいニコ生は対象が、放送翌日までの視聴ですが、アストルティア放送局はリアルタイムでの視聴しかできません。アイテムをもらいたい方は配信ページの記載や目覚まし冒険者の広場の記載を確認の上視聴をお願いいたします。お好きな方法で楽しんでいただければと思っております。す。今日も斜めカメラがね、クリステルです。逆に椿カメラとも言うみたいになってて。あっちもボケてしまうで。ひどいやめて。もうボケないでどの本当に。カメラもボケやめボケでてください。誰だかわかんなくなっちゃう。色味だけでね、紫の服着てる人が喋ってるなみたいな。はい。もうただでさえマスクしてちょっとわかんないから本当に。しょうがないです。このはいはいご時世ですからね。はい、ということでね、今日はゲストお二人来てるということで、はいゲストの雑賀さんとリーナさんに最近どんな風にアストルティアで遊んでいただいているのかもお写真持ってきているということなので、はい見ていきたいと思います。じゃあまず雑賀さんからお願いします。はい。今もう 6.1 0まで割ってしまいまして、はいはで、すご初めて見たそうですか。サブクエ全部やっちまいましてですね、全てやれることが、んいわゆる週に一度のね、はいこうなんか経験値やりましょうみたいな、うんそういうのと職業クエとか以外はソロでやってるので余計に、やることがこんな感じになってしまいまして、はい。こういう状態なので、うんもう一枚あるんですけど、はまず最初にモーニングルーティンじゃないんですけど、はいチクチクやるよと。インしたら。そうインしたらこれは毎日いけるんで、はいチクチクやるよみたいな、うんことになってるんで。すごいなんかイレブン君がね、はい職人さんになっちゃったみたいな感じが器用なんか今日も仕事かみたいな。依頼は来るかなみた出いな。てますね、なんかね。これ今日うちの友達がチームで作ってくれたやつを着てるんですけど、おかおわいい。そうなんですよ。だって雑賀さんって発売してからうんめちゃくちゃやってくださってて、そうですね。だって
サブキャラ含めキャラ数も多いし、確か作り3つあるんですけど、作り変えたキャラとかもいましたよね。そうです。結果5人ぐらいやってるんで、それで全部クエスト制覇ってすごい。すごい。やってしまいました。1回目のは消えちゃったんで、作り直して、でもなんか3キャラ作った後もう1回やり直してみたいなことをやってます。なるほどなるほど。今回は人間スタイル。そうですね。これは人間スタイルにしてます。普段は種族はこの子はエルフかな。エルフ男。あとはもう一人がお魚さんなんで。なるほど。そう、ホステイルもねやられているさゆさんでございますが、最近暇人じゃない、暇人だけど暇人だけど、でもアストロティアでは暇人じゃないから職人頑張って忙しいさゆさんでもこれぐらいできるドラクエ10いいよねってことですよね。はい。じゃあ 6.1 でまたクエストがねそうですね増えること楽しみということです。すごいな、はい、本当に。ありがとうございます。いやでもなんか最近職人楽しんでる人結構ゲストでも少なかったんで、久々に職人の話をちょっと聞いた。でも本当ちょっとずつしかやってないから、はいはい全然レベルとか高くはないんだけど、日課とかやるぐらいみたいな感じですかね。はい、佐賀さんの2枚のお写真でございました。では続いてリーナのお写真見ていきましょう。はいどうぞ。1枚目はですね、私が初心者大使の時のハウジングぶりにハウジングしました。対決以来みたいな。ずっと S サイズのツリーハウスだったんですけど、もう今倉庫状態になってて、ちょっともういけないなと思って、だから S サイズのピラミッド買いました。ピラミッドね。同じ S でもピラミッドがこんなに広いです。そうなんですよ。もう8倍ぐらい広いんじゃないかなと思って。すごい広い。 S サイズなんだっけこれ。これ S なんですよ。なのにこんなに広いって。はい。でこうやってなんか並べてみたら、私の家に20人ぐらい住んでて、勇者が住んでるっていいな。住んでる？料理したりしてますね。そう20人を S サイズに詰め込んでたって思うとゾッとしますよね。もともとの S サイズに詰め込んでたってこと。ちょっとみんなをのびのびとさせてみました。結構ブラック企業なんですね。まだまだ余裕ありますもんね。はい、ちょっと奥で職人、それこそモッコリーナの空間を作ろうかなと。なんだっけそれ。私の木工職人です。ああ、そうだ。初めて聞いた人何言ってんだこれ。説明しないと本当に危険だから。危険だった。そうだ、木工職人好きだったね。そうなんです。最近本当にやってなかったので、ちょっと見習ってやろうかなと思って。なるほど。レベルも高くてもうカンストしました。うわすごいよ。カンストバッチリしました。素晴らしい。だってリーナの初心者大使ぶりって言っても結構何年ぶり？結構何年だろう、3年ぐらい3、4年ぐらいですよね。出るよね。はい。でも近々大山さんにお世話になったんで、大山さんにちょっと竿を作ろうかなと思って。第4期の大山にね、はい、プレゼントしようと思っております。さすがでございます。はい。2枚目か。2枚目。はい。この写真は海賊船なんですけど、海賊転職の時に寄るところですよね。で、青山さん、ちょっと影の方がズレが発生してまして、人の影と、はい、船のシュラウドのその紐の影と柱の影と私の影が全然合ってなくて、方向が違う。いや不思議現象が起きる。ちょっと青山さんに報告しなきゃいけないなと思ったんで。これはこういうもんです。頭抱えてる隣で。ちょっと真面目に、ニーナさんなんで真面目に解説すると、影か影じゃないかっていうのは地面のある一点から太陽が見えるかどうかで判断してるんです。なるほど。で、太陽が見えるかどうかっていうのは 3D のモデル物体が太陽の遮る場所にあるかどうかで見てるんですけども、その時に計算が大変なので、背景は無視してるんですよ。キャラクターの影だけ、キャラクターがいるかどうかだけしか見てないんですね。だからキャラクターの影は計算で落ちてるんですけども、このその背景側の船の方に乗ってる影は計算はするんだけど、それは事前に計算したものをベイクって言って影をもう書き込んじゃってるんですね。だから太陽がどこにいても影はこの位置。キャラクターの方は太陽に合わせて影が動いてるのでこうなってますけど、これはもうドラクエ10の世代ではこうなるんです。
でも最新発売したソフトとかはちゃんと影になってると思いますけどね。そうなんだ。これは海賊船の模様って考えたらいいわけですね。こういうペイントをしたっていう影ペイントをしてみたいな。そういうことですね。これペインティングだったんだ。はなんかすごい腑に落ちました。もっとマシのペイントしてよね。いやいやこれ綺麗でしょこれ。いいですよね背景のペイントって言われるとね。うんよく気づいたねこんなの。そうなんですよ。こういうところばっかり気づいちゃうんですよ。網目とかその木の網目とか、うわ細かくてかっこいいなとか、錆び具合もいいなとか。でも本当ねその辺はあるよね。もう職人ですよねみんなさ。だって前もさなんかどこかのさなんか背景のちっちゃい歯車かなんかをずっと見てるみたいなこと言ってた。そう歯車もまた錆びるんですよ。そうまたそれがもうその前でずっとうろうろして全然ストーリー進まないっていう時ありますね。いろんな楽しみ方があるね。そう。青山さんありがとうございます。全然気づかなかった。いや細かいこと気づいてくれてありがとうございます。きっとBJ 班も喜んでると思います。まあでもリーナらしいね。本当？目の楽しんでます。はい。はい、ということでね、リーナの写真も2枚見せていただきました。はい、ありがとうございました。はい、では早速最初のコーナー参りましょう。まずはこちらです。安西先生の最新情報コーナー。はい、ここからは皆さんが楽しみにしていると思いますバージョン 6.1 の最新情報を安西先生からたっぷり聞いていきたいと思います。じゃあ安西さんお願いします。はい、それでは、バージョン 6.1 の情報コーナーの方を始めていきたいと思います。皆さんアストルティア情報局でゲームの中でも今ご覧になってますかね。で多分アストルティア放送局で PV を流すのは今回が初めてではないかということなので記念すべき放送局初めての PV ということになります。皆さん見たいですよね。見たいですよね。じゃあもう行きましょう。もったいばらずに。じゃあ動画お願いします。そう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 してるんじゃない。セーリアは僕が守る。新しい城が完成した暁には建国と私たちの結婚を祝う盛大な式典を開きましょう。その日が待ち遠しい。いよいよ明日ですね。私とあなたが夫婦となり国が生まれる。誓いましょう。ドアチャッカ大陸の新たな神となる俺たちの初仕事ってわけだ。我がドルアームの恩人よ、よくぞ参った。ドアチャッカ大陸全土が火の海と化し被害は甚大なものとなるでしょう。滅びから救う知恵をお貸しください。どれだけ私が戦って命をすり減らし抵抗を続けても結局全てが失われました。私も一緒に行くよ。愛する者を失うのは死よりも辛いこと。いっそ最初から持っていない方がマシだと思うほどに。ふざけたことを言わないで。進化の儀は失敗し英雄たちは悪人と化した。悪人たちの行方を追うとともに進化の儀の失敗の原因についても調査を進めてね。こんな空間を作り出すなんて。祖先の罪そなたの血であがなうがいい。もうなんかいろいろ話したツッコミどころがすごいありすぎてどこから言っていいのかって感じねだけどバージョン1のキャラクターがねたくさん出てね、いっぱい出てきて、なんかしっかり絡んできそうですね。
見せすぎなんじゃないかってぐらいちょっと心配になっちゃいました。雑賀さんねじゃないですよ。ホステール出ててね知ってるでしょうに。違うんですよ。もうやっぱり自分のところとか、まあはい大まかなところは分かっていても、もう一ユーザーとして、はいもう冒険者として楽しみたいので、うんぼんやりしかあんまり情報入れないスイッチの切り替えすごいな。ぼんやりで必要なもことだけをし知ってたとしても、もう脳内から排除する。きれいさっぱりそうですなるほど素晴らしいねそうなんだね。もうすごい楽しみだったので、うんもうこれ見てもうキャッキャしてます。いやもうリナーシェさんがちょっとねなんかねちょっと最後はもう大変なことにアーチャーになっちゃった。ちょっとだねえ、やめてください。最下位っていうのやめてください。はい。じゃあちょっとね、はい紹介してもらいましょうか。はい、PV の方にバージョン 6.1 リリース3月17日って書いてありました、で、明日からアストルティアナイトコンテストが始まるじゃないですか、はいで当然ながら3月14日にはもう結果が出ていて、17日にはアップデートしてしまうので、報酬の取り忘れがないように、ナイトコンテストクエストの、報酬の取り忘れがないようにだけご注意ください。なるほどこれ本当気をつけてね。短めなんですねバージョンアップしちゃうともらえなくなっちゃうから。了解ですはい、これだけはお忘れないようにお願いします。する前にもらえなくなるんじゃないかな。バージョンアップする直前、直前ですかね。直前にはもうもらえなくなってしまうので、うんそうなんですよ。見てもらってねちゃんと。はいつけないと。言ったからね。はい。そういうタイミングそれでは、続けて、最新情報の方行きたいと思います。はいではスライドお願いします。はい。今回の、紹介する内容、画面写真は開発中のものです。今後内容を変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。はい放送局で視聴されている方へ、文字や画像の細かい部分が見えづらい場合はインターネットブラウザーでご視聴いただくか、後日掲載予定のアップデート情報の方をご覧くださいね。なるほど今回ね、私もまた間違うかもしれないので、詳しいこと、正しい情報は必ずアップデート情報をご覧ください。間違うかも今日は雰囲気を掴んでいただければいいかと思います。雰囲気だいぶざっくりしましたね。先に謝る。先に謝ってください。言っとこう。不倫になはい、っちゃう。じゃあいきます。はい本当にたくさんあるんで巻いていきますよ。はいバージョン 6.1 メインストーリーアバカレス僧帽。ねえねえユーライザ羽なくなってななんかね戦ってるんだよねい？そんななかったっけ？アストルティアの各地で移動おし、ーアストルティア各地でいろんなことが起こってるの。はい怒ってるねいろいろあこれねほら。骨ない。この首から肩にかけての部分がすごい可愛いですよね、ユーライザね。めっちゃ可そ愛いです。の後ろをみんな言本当うてる背中見てって感じ。全然聞いてくれまあアないじゃん。ストルティアでの任務って言ってますからねああだからちょっと人間バージョンみたいなことかだってさ、な。羽あったら変な人じゃん。いやいやいや主人エルとかパタパタしてますよ。エルさんありますね。羽いっぱすいませんでした。いエルフ全体がねもうそうだよ。ファミエルとかメドナムもなかったでしょ。いやドルボードとかみんなバサバサやってるよ。めっちゃ飛んでるみんなの。いやいや気使いすぎたな。意外にアストルティアみんなバサバサやってるから。すいません、失言でした。撤回させてください。早いな。はい、はい、次いきます。はいほら、背中可愛い。すごい可愛い。背中綺麗だね。今まで見れなかった背中ね、ほら、ドゥーラくん、チリちゃん、ナミザ王子。うわー後ろに裏ドームいるから。ドゥラくん。ドゥラ君コメント多かったね人気ありましたボイスついちゃって。ねいやでもこれでね、今回ドゥラくんとか、はいチリちゃんとか声がつくのは初めてですからね。はい。なるほどもしオフラインが発売されていたらオフラインの方が早かったんですけれど、はい今回初めてですから。そうですね。まあポイックリンでライバルズとかにあるそうですね。うんね。ドゥラくん初めて。はい続いてフラも出てましたね。風がおかしいよ、カムシカたちも怯えてしまってるの、ということでさらにこの人おリオール様、はいセイリアとかね、こんな感じでたくさんの人が出てきますんで、もちろん皆さんそれぞれキャストがついていますんで、はい楽しみにしてくれるといいなと思います。すごい
この子まだ裸足なんだね。本当だ。そろそろ靴履かしてあげる。そろそろね、なんかいじめられてるみたいなこれね。そろそろいじめられてるみたいになっちゃう。まあ水辺ですからね。そう砂浜歩いてるわけですからね。もう裸足ですよ。はい。で、今回のメインストーリーなんですけれど、こちらの、外伝クエストの方をクリアしておいてください。アズランの外伝クエストとベリナードの外伝クエストですね。懐かしいんだけど。でさらにですね、このそれは他がためにのクエストなんですけど、これにも前提クエストがありますので、そちらの方もやって、ベリナーズ上の外伝クエストも終わらせておいてください。みなしクリアだとダメだって話なので、そうだね。クリアしていただきたいです。はい。すげえ前にやってるからだいぶ忘れてる。ね。印象的ではありましたけど。斉田さんの心配はないです。はい。新たなお話で出会うもの。もの。まずは新たなお話で出会うキャラクター。はい。アリアちゃん。可愛い。すごい可愛い。可愛い。はい。衣装もね。CV 村上夏美さんという方ですね。もうすっごい可愛いアリア。めっちゃ可愛い。いやこれマジビビりますよ。可愛いしか言ってないですよ。可愛いしか言ってない。可愛いだけだと失礼なんですけど、すごく上手。びっくりしましたね。声が声優さんが。声優さんが。アリアも可愛いし、声も可愛いですよ。デザインのことが。中身言えないからそうなっちゃうってことだよな。結局可愛い。ネタバレになっちゃうからね。そうあんまり言えないからね。さらにこちらの豪華声優陣の方に出ていただきます。ガチ沼さんいるじゃん。本当だ。ガチ沼さん。菅沼さんいるじゃん。そうですね。PV に出ていたので言ってしまいますが、菅沼さんにはドゥラクをやっていただいてですね。かわいそう。本当にもうそのドゥラ君やっていただくときに「ドゥラ君でこうですよね」って本当それって感じで、もう成田さんと2人で「本当ありがとうございます」ぴったりの。水原さんもあれですよ、ポイックリンですよね。そうですね。はい。そうですね。ポイックリももう発表されてますもんね。そう発表されてます。あとは真央さんとかね。真央さんなんだ豪華。人気声優さん誰をやっているのかとか。白石さんもいるし。竹虎さんは誰をやってるんでしょうかね。本当だ、竹虎さんがいる。仲良しです。はい。キューティーさんもいる。いろんな石積さんとかね。はい。楽しみ。はい。ぜひ皆さん楽しみにしてください。はい。続いて出会うもの、新モンスタームクロカサゴ。カサゴだ、魚だ。水系。シーラカンスね。鎧みたいな。ね。兜ですね。ゾンビなのか水系なのか。はい。続いてサブクエスト。はい。宝の価値。まあそうですね。実は早い人は気づいていたんですけれど、ジュレイダ連島遺跡のところに今回クエストがありますので、ぜひこちらの方も行ってみていただきたいかなと思います。ジュレイダ連島遺跡覚えてますかね。なんだっけ。まあそれはぜひご自分の目で確かめてください。はい、続きまして、こちらもサブクエストになります。約束の帰郷。はい、バージョン 5.5 後半の話をクリアしている話が必要があります。はい、こちらの、クエストナンバー685輝きの園のクリアが必要になります。ぜひね、バージョン5の本当に、最後というか締めくくりのクエストだと思ってもらえると嬉しいな。あってなりました。はい。でこのクエストに関係して、兄弟姉妹の見た目などが変更可能になります。すごい。すごい。全然違うくなった。ド派手に。デビューしちゃったよ。ね。バージョン6時代が進んでて髪型も髪色も約束の帰郷をクリアしていただくとできる新機能なんですけれど、それがどこでできるかはお楽しみなんですが、こんな感じで髪型を変えたりですとか、最新の2色髪型っていうかプレイヤーが変更できる髪型は全部対応しております。さらに名前、これ提案で多いんですけれど、変な名前つけちゃったっていうのがあってこちらの名前を変えることもできるようになります。
います。変えようバージョン5で入ったねウニ点々はいでも作られるようになって存分に使おります。ってますねビビアン。さら衣装はこのに、ままなんですもんね。うん、衣装自体はこのさがますまですね。に衣装はい、わかりました。それに合わせよう。何衣装は衣装変えられます。衣装もか衣装も服装も変えられます。すげえ。はい、もう思う存分やってください。はじゃあ兄弟姉妹っぽいコーデとかもい、そうですそうです。できますし兄弟姉妹を変えて、それでまたさらにねもう一回ムービー見てください。映写機で。あその時点でもうまた変わってる反映されてるから。やべえ、楽しみ。すごい怪しいちょっとさよなら何が怪しい？いきなり見た目変えられるなんてこれパーティーインするとかなんかありそう匂うぞこれはなんかあるぞなんかあるぞこれ充は実した機能は部屋に来てくれるとかなんかありそうはい、はい、次いきます。で、見た目の変更には一部所定のクエストのクリアが必要なものがあります。まあヘアカラー始めますとかキングによろしくとか大人のコスメティックとかですね。はいまあそれぞれこのプレイヤーの変更に必要な、クエストがありますのでこちらの方を注意してください。コスミとかね。あそうだはい。コスミができるってことは大小も変えられるんで、大体変えられます。大体変えられる。大体変えられます。整形もできるってことだよね整形じゃない。あ整形じゃないか整形じゃない。変更ね。変更はい、続きましてまあ新しいコンテンツっていう感じなんですけど、ユーライザの思い出何バージョン 6.1 の話を進めていくとユーライザの部屋に行くことができるようになります。まあ何ができるかはお楽しみ。思い出。スケッチブックか、それは前じゃん。スケッチじゃないスケッチじゃない。でもああいう類のものだと思ってもらっていいかな。ぬいぐるみこちらに関してはバージョン6の導入が必要ですので、犬じゃない。犬集めは安直でしょ犬集めは安直それは安直羽集めて言われて羽集めはやばいまあね、猫と同じぐらい犬のついてくん出してくれって意見もありますからね、シバニー以外のね。はい、まあこちらは今日は詳しく言わないので楽しみにしていてくださいね。なんだろうね気になるユーライザ可愛いのよ。今日それも全部可愛いしか言って可愛いしか言ってな。ないんか自分の女みたいに言う手出すなよ。確かに呼び捨て感がすごいね。はい、次いきます。はい。次いくよ。じゃん。新バトルコンテンツ。深淵のトカビトたち。何もうなんか新しいコンテンツ新バトルコンテンツ。ようやく発表できます。じゃん。なんだ。誰ルベランエンオのルベランギス。ルベランギス。エンオ。私最初エン役と言いましたけれど、エンオのルベランギスですね。他のね王になりますよね。これオリジナルの敵じゃないですか完全のオリジナルですね。今まで見たことない。で、まあこれがどんなコンテンツかと言いますと、新しい形でして、こちらの先ほど出たエンオのルベランギスに4人パーティー、あるいは8人同盟パーティーで挑戦することができます。あるいははい、こちらの画像のように入り口が2つあってですね、そう左の紫の方は周りの炎が4つじゃん。本当だ。で、右の方は黄色というかピンクの炎が8つあるんですよ。なので多分見間違うことはないと思うんですけれど、8人で挑戦することもできるし4人で挑戦することもできます。ボスは一緒です。あ、強さも一緒。強さ一緒。結構4人私いけないや。4人大変ですね。足引っ張っちゃうな試練。でもみんな好きなんだろうなそういうの。最初に言っておきますけどレベル上げ強いですよ。で、ヒットポイントも強さもやってくる技も一緒なんですけれど、一部、ジャッジメントみたいにパーティー全員に対してやる技ってあるじゃないですか。あれが8人になっちゃうと強すぎたりとかっていうのもあるので、そういったものは、パーティー全員じゃなくて4人に対して攻撃みたいなちょっと例外的に仕様を変えてるものもあるんですけど、基本的には全部一緒です。はい、じゃあちょっと詳しく説明していきます。バトルへの参加には新しいクエストの深淵のトカビトたちのクエストが必要になっています。さらにレベル120以上です。すごい高い必要レベルが。それからバージョン 6.0、
のメインストーリー転生の英雄たちをクリアしている必要があります。はい条件満たしていると天使ミレリーという子がいますので、こちらの子から挑戦することができるようになります。君に決めた。はい20ってことはかなり強いってことですもんね。強いです。はい。で、こんな感じになります。8人同盟パーティーだと参加制限は先ほど言ったレベル120以上、あとアクセを含むすべての防具を装備していることが、必要になります。はい。制限時間は10分。両方10分じゃん。はい。で、8人同盟パーティーは強さ1のみです。はい。あれだな、インフェルノをイメージしてもらえるといいかな。はいはい。インフェルノは強さ1だけですね。そんな感じです。逆に、4人パーティーの方は、参加制限がさらに厳しくなっています。4人パーティーの方ではまず同じ職業編成禁止です。同職制限禁止。がすごい。さらに道具使用制限というものがあります。新たに。はい。で、制限時間は同じ10分間。で、4人パーティーに限って強さ1と2があります。まず初日に1がリリースされて、次の日は2、強さ2、1、2、1、2で日替わりで変化していきます。なるほど。で、4人パーティーの報酬は、おしゃれ武器の交換素材ですね。聖守護者とかだと武器とか、おしゃれがもらえるじゃないですか。あれイメージしてもらえるといいと思います。で、8人同盟パーティーの方の素材に関しては後ほどご紹介します。これで今ね、だいたいいけるマモマモなんちゃらとかができなくなりますね。そうね。リンクみたいなのがね。どうするんだろう。ルベランギスすごい強いんですけれど、リリース初日から8人同盟パーティーで挑むことができますので、今までそのなんていうのかな、強いボスとのバトルは怖いなっていう人もぜひ参加してみてもらえるといいかなと思います。腕にね自信のある方に関しては8人パーティーでこんな動きするんだなというのを見た上で、4人で同色禁止で挑戦してもらえるといいかなと思います。ちなみに、称号は強さに対して称号があります。強さ1も強さ2も称号がもらえます。それぞれ倒すとね。はい。なんかコメント流れなくなっちゃったね。コメント切れちゃったね。ね、ちょっと確認してもらえますかね。コメント。1と2とのなんか強さのなんか違い的なところは結構強い。すげえ強いです。2の方が強いです。試練すごい。その今までの1と1234ってあったら、1と4ぐらい違うのか1と2ぐらい違うのか。そうだな、そこは考えてなかったけど、1と3とか思ってくれればいいかな。じゃあだいぶ強くなってる。で、称号なんですけれど、8人パーティーで倒しても4人パーティーで倒してもどっちで倒してももらえます。1に関しては。じゃあ説明続けます。道具制限、道具使用制限こんな感じです。ボスごとに、今回はルベランギスしかいないんですけれど、使える道具の数が決まっています。葉っぱは1人3個までよ、雫は1人1回までよ、エルフも1人1回までよみたいな感じで、自分が持っているアイテムを使うことができるんですけれど、回数が決まっています。8人同盟バトルはこれありません。次いきます。同盟バトルの方の報酬ですね。どんなものがもらえるか、こんな感じ。何？断罪の指輪。8人同盟バトルの報酬は断罪の指輪というアクセサリーがもらえます。おしゃれが1だけですけれども、おしゃれ1だけど、それ以外のこれはミレリーに話せばもらえるのよ。じゃあどういうことかっていうと、こんな感じ。聖守護者系。レベランギスを倒すと素材が落ちます。それを使って断罪の指輪に錬金効果を自由につけることができます。特攻つけれるじゃんこれ。指輪は何個でもタダでもらえます。だから好きなのを組み合わせていくつか持っていろいろモリモリにして職業別に使えばいい。選択できる効果は、こちらの画面にあるように、まずはステータス、それから、種族特攻、ドラゴン系にダメージとか虫系にダメージってやつですね。あとここにはないんですけど、もう一つ属性ダメージ。火属性ダメージアップ、水属性ダメージアップみたいなものを、1つずつ選んで、つけることができます。
一つずつ。だからコーマと、はいドラゴン系と、炎ダメージみたいな感じでなるほどそれぞれの組み合わせを選んで作ることができます。HP はできないです。ね。同じ効果は一つだけ。了解です。はい。指は10本あるんだよな。だから全部空いている。効果を選べるベルトとか不思議のカードって言った方が近いのかな。はいはいはい。なるほど。はい。そんな感じになります。指枠増やしたい。確かに。右手左手みたいなね、せめて。確かに。はい、楽しいですねこんな感じでね、ご自身の好みで、指輪の効果をつけることができるので、ぜひ皆さん、8人同盟バトルの方に挑戦してみてください。無限に作れちゃうじゃんね、これね。さらに、4人パーティーの方での、報酬アイテムはこちらになります。はい。こんな感じでね、ルベランギスの、モチーフにした武器のおしゃれがもかっこいい。らえます。光ってる目が。今回は羽っぽくな。 8種類だったかな、6種類だったかな、片手剣とかブーメランとかがありますんで、かっこいいのでね、でしかもこれ持ってればあの人4人で倒したんだってのが分かりますので、はい、なるほど。自慢できる。羽みたいな感じですね、そんなような感じでイメージしてください。はい。今回ざっとなんですが、こちらの、深淵のトガ人たち5月中旬公開を予定しております。今ね一生懸命やってますんで、楽しみにしていてください。バージョン 6.1 リリース直後はできないので、そちらの方はご注意ください。オートマッチングはあるのかみたいなことの意見も。オートマは8人の方だけオートマあります。なるほど、8人の方だけ。4人の方はオートマなしの、その場でパーティー組んだ状態で参加するですね。ですよね。職業もあるし。確かにね。オートマで行っちゃうと。なかなかフねィットしないかもしれない。でクエストも公開もこの5月中旬の公開に合わせての公開になるので、バージョン 6.0 のシナリオまではクリアした状態で待っていていただいて、公開された時にクエストまず受けに行ってっていう風にしていただければと思います。はいはい。4人パーティーはオートマッチングなしを、8人の方はオートマもあるし、同盟パーティー選ぶこともできるよね。はい、そんなような感じになります。楽しそう。ちょっと先なので、また、今後の DQ10TV とかで紹介していけたらいいかなというふうに思います。はい。深淵のトカ人たち、楽しみにしてください。楽しみ。はい、続きましてレベル上限解放120にあります。来た来た来た。来ましたね。はい、いつもの転生学士の方に会いに行ってください。当然ながらね、レベル118以上必要ですので、そちらの方ご注意ください。はい。はい。次はお待たせしました。スキルライン調整です。じゃん。スキルライン調整。バトルマスターと占い師です。おー、ついに来た。あるの？じゃん。今回はこちらの、バトルマスターと占い師のスキルラインを集中的に調整しました。バトルマスターに関しては闘魂ラインと片手剣、ハンマー、両手剣それぞれ、調整強化しました。占い師の方に関しても、武器の片手剣、弓、棍、鞭それぞれを、個性的にというかそれぞれの方向に伸ばしてみました。全部やんね。バトマスね、魔剣士が出てから皆さんバトマス強くしてくれって意見は、聞いて、どういうふうにしようかっていうのをバトルでいっぱい相談してね、今回こういう形にしましたので、じゃあこれから詳しく説明していきたいと思います。バトルマスターの調整内容についてから説明します。バトルマスターはですね、その持ってる武器によって戦い方が変わるような感じになるといいねっていうふうな調整をしています。まず闘魂スキルライン、シンプルなんですけれど、捨て身がなくなって新スキルクイックアーツになりました。こじゃれた名前に変わりました。クイックアーツ。名前が変わっただけじゃないです。どう変わったかっていうと、守備ダウンがまずなくなりました。捨て身じゃなくなりました。捨て身じゃなくなった。だから攻撃ラップ2段階はあるよ。
で、いいこと守備ダウンがなくなって代わりに移動速度アップがつくようになりました。クイックやわアーツやわ。だから、クイックアーツ2回やっても大丈夫。ああ。これリュウザさんよユーかったですザーやっても大ね。丈夫。デメリットはないから。2期初心者大使のリュウザ開幕して2回やるっていうね人もいましたから。ペラペラになっちゃう。はい。あ、どうぞ。和田さんどうぞ。倍切るとかかった状態でも今まで捨て身やっちゃうと守備力だけ下がってたんですけど、今回これで捨て守備力下がらなくなるし、ついでに移動速度アップもつくので、俺移動速度アップかけただけだしみたいな感じで言えます。ちなみに移動速度アップは 10% かかってるんで結構早いですよ。早いです。面白い。しかも、効果時間が120秒なんでバイキと同じ時間だったかな、確か。なので更新とかもすごく分かりやすくなっています。これ強いっすよ。すごく取り回しが早くなるんで。じゃあ続きまして、片手剣、バトルマスター片手剣スキルラインがこのようになります。上の黒い文字が変更前で赤い文字が変更後です。行動短縮あるよ。会心2%が4%になったよ。攻撃力10が行動短縮1秒。武器ガードが4%が6%。会心が2%が4%。一部武器ガードが会心時ダメージプラス50。攻撃力プラス20という感じですね。だいぶ強くなる。会心めっちゃ出る。面白い。でもさらにですね、2等の極意というものが今回入りまして、タッチから選択できるようになります。いわゆる180スキルですね。でこちらの方を選んでいただくと、左手のダメージが上がります。どんくらい上がるかっていうと、今まで左手のダメージって、右手のダメージの 50%、半分をベースに計算してたんですね。それが 75% になってます。単純に、1.5 倍になりますね。強い。ちょっと違いますけど、まあでも大丈夫です。単純にならないね。ごめんなさい。ベースの値が 1.5 倍になるだけでね。正確に言えばね。失礼しました。強い。強くなります。強くなります。あとはそのギガスラッシュとかギガブレイクとか固定ダメージの系のものは強くはなるんだけれど、また別の計算式使ってたりとかするから、そこは別扱いになります。さらに2等の極意以外にも特技のダメージ強化がありまして、これも、特技ダメージプラス10、20、30、180につけると30なので、あれだ、超はやぶさとか、なんとかすごい強いですね。なるほど。天下無双も全部天下無双にも乗ります。もちろん。不死鳥不死鳥乱舞、多段のものにも全部乗りますんで、非常になんていうか、まあ二刀両手でもいいですし、盾を持ってもいいし、はやぶさ切りがねモーションが短いので、強い敵とかには上手に片手剣で戦うといいんじゃないかなというふうには思います。短縮1秒強いよな。強いよね。はい、続きましてハンマー。ハンマーはこんな感じ。特技の効果範囲1メートル。なのでランドインパクトとかの範囲が広がるよ。さらに、ハンマーは、2等の極意2があります。さっきの、2等の極意1が右手のパワーを 75% にアップになるんですけれど、2等の極意2になると、右手と同じ 100% がベースになります。だからランドインパクトで範囲でその追加ダメージの分が全部強くなるから。強い。すごいです。二刀流やば。もう範囲をやるときはハンマー持ってくださいねっていう感じですね。強そう。ハンマー乗り込め。なるほどね。はい。ハンマー。まあ私もどっちかは必ずハンマーにしようかなとは思います。そして両手剣。わかりやすい。攻撃力プラス25、プラス25。倍どころか。それから特技ダメージ20、40、60。強い。もう何がすごいって天下無双ぶっぱがすごいです。単純にシンプルに天下無双使ってね。もうなんだろうな、相手の反撃とかを考えなければ多分今一番ダメージが出るはずです。天下無双バトルです。とはいえね、天下無双モーションが大きいので使いどころがなかなか難しいとは思うんですけれど、
まあでもすごいですね。面白そう。はい。それぞれ個性あっていいですね。はい。そんな感じで、会心の片手剣と範囲のハンマーと天下無双の両手剣みたいな感じでそれぞれいいとこ伸ばしましたので、ご自分の好みに合わせて武器を使い分けてもらえるといいかなというふうに思います。やっぱね、捨て身のデメリットなくなったら大きいね。めっちゃでかい。はい。速さと。以上、バトルマスターになります。続きまして占い師。どうなんだ。どうなんだろう。占い師もバトマスとはまたちょっと違った感じでそれぞれの武器ごとに強化の方向を決めて強化しました。いきます。まず片手剣。こんな感じでね、コーマとカイマ両方強くしたし、会心もあるし、武器ガードもあるし、やっぱり大きいのはチャージ時間マイナス10秒。すごい。まあバランス型というか、全面的に強くなったなっていうような感じですね。はい。片手剣つけてると、片手剣の特技自体も強いですしね。非常にいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。チャージが強いのでかいですよね。占い師はね。でかすぎる。盾も持てますし、あらゆる戦い方にバランスよく。そうですね。上がるしね。ひとまず片手剣安定かなというふうな感じだと思います。続きまして弓。弓はですね、回復魔力を大きく上昇しました。さらに回復タロットの効果量もアップしてますので、占い師の万能性はそのままにやや回復能力が強化されたかなというふうな感じになります。おもろで天使の矢に関しては、占い師のみ MP の回復量が大幅アップになっております。そんな感じです。確かにちょっとね長くかかる時とかはね、うまく利用すれば、これありがたいですね。続きまして、紺は、攻撃魔力が大きく上昇しています。すごい強くなってる。攻撃で強くなってる。攻撃多力の威力アップもありますんで、塔ですとか罪人とかもうね、本当にさらに紺ならではのところとして専用特技戦技天輪殺。この天輪殺どういうものかと言いますと、コンセンサスの効果にさらに魅惑の推奨球の効果が追加されています。だいぶ楽ちんというか。はい。なのでうまくね、チャージがあるんでうまくできるとは限らないんですけれど、上手に使ってもらうと魅惑の推奨球回せます。結構キープするのね、難しかったりします。これ火力だったらこっちの方が出るよってことですよね。タロットうまく。占い師でも火力特化するんだったらコン持ってねって感じですね。攻撃力がすごい上がります。上がりますね。コン使いたくなる。コン使いたいよね。コン使いたいですよね。使いたい。さすがに嬉しい。嬉しい。ついにコンの時代が。コン使いたいこれ。もともとコンは面白いですからね。戦い方としては。そうですね。水流の構えとかもね、占い師は多分役に立ってくれると思いますんで。はい。それから無知。無知は、状態異常特化という形になります。攻撃時 10% で魔導の書。無知の特技ですね。この攻撃時は、ルカニが入ったりとかヘナトスが入ります。さらに幻惑と眠りの月と星の成功率がアップとかが入っていますんで、ジンのね、出現時間延長とかも入っています。これはいいですね。すごい。あれか。無知を持っているときに陣がちょっと長くなってるんだよね。これね。そうです。はい。防衛軍とかで役に立ったりとか。そうですね。はい。っていう感じなので、無知じゃない占い師に関しては、片手剣がバランスというか全方位、チャージが短いのがやっぱ大きいな。それから弓で回復するときは弓に持ち替えたり、あとは紺がね。非常に優秀ですし、無知も今言ったように防衛軍とかすごく面白いんじゃないかなというふうに思います。すごい。だから普通に楽しそう。ね、全然違う一面になって。もともと占い師ってタロットでいろんなことができる上に、武器の組み合わせでね、いろんな遊び方ができると思いますので、占い師またぜひ使ってもらえるといいかなというふうに思います。そんな感じです。
で今の読み送りとか、スキルライン今回の修正で外されたものに関してはタッチのところに行くと付けたい場合は選ぶこともできますんで、タッチの方行ってください。逆に転印刷とかはタッチのところ行かないと付けられないので、バージョンアップされて占い師使う時は必ずタッチの方に行くようにお願いします。いや多分ついてるっけ？覚えてると150だと思います。失礼しました。そっか、転印刷150だもんね。最初からあるわ。と思います。はい。はい。以上、今回のスキルライン調整はバトルマスターと占い師になります。ぜひ遊んでみてください。はい。いや面白そう。で、続きまして、スキルラインとは関係なく特技の調整の方も行いました。はい。じゃん。グランドネビュラ、はい。不気味な閃光、爆弾。はい。これわかりますかね？どういうことですか？これいわゆるその固定ダメージって言われているもので、レベルに関係なく同じようなダメージが出る系の特技なんですけれど、今やっぱりレベルが上がってしまって、グランドレベルとかぶっちゃけ弱いじゃないですか。確かにすごい弱い。はい。そういったものが今回攻撃魔力と回復魔力の合計に応じてダメージが伸びるようになったよとか、そんなような修正ですね。ああいい。爆弾も器用さに応じてダメージがアップします。なんでって気もしますが誰か突っ込んでほしかったけど爆弾強くなるよ。でもゲーム性としては面白いですね。さらにそうです、ギガスラッシュ書いてありましたね。ギガスラッシュ、ギガブレイカーはもう単純にダメージアップしています。両手剣のフリーズブレードとかプラズマブレードが強くなります。コメントでなんでって言われてますね。いや、ありがとう。はい。ギガブレイクとかは今そうだな、500ダメージぐらいかな、530、560とかぐらいのところが、900ダメージぐらいは出るはずです。はい。だいぶ強くなっています。ビッグバンとかも700、800だったのが1200、300にはいくようになると思います。この辺ぜひ使ってみてください。なるほど。で、こちらのスキルラインの調整なんですけれど、コロシアムへの適用に関しては以下のようになっています。ちょっとね、コロシアムだとこれ強すぎるよねっていうものに関しては、無効だったりとか一部制限が入っています。でもクイックアーツはできるよ。強い。ちょっと効果時間短くなるけどね、バイキとかも短いからね、コロシアムだと。こちらバトルグランプリの前とかでは必ず確認するようにお願いします。はい。いきます。新宝珠追加。じゃん。これね、前回でしたっけ、前々回でしたっけ。話に出ていたベギラゴンの瞬きとかマダンテの瞬きとかが追加されました。それからギガスラッシュ、ギガブレイク。あとは今回新しく加わった転印刷が入っております。これマダンテロマンありますよね。いやロマンある。イオマータもちょっと欲しいしね。ぜひね取りに行ってください。続きまして防御の仕様変更。どういうこと？まずはちょっと動画見てもらいましょう。はい。はんぺん。防御した？防御した？あれ？防御した？防御してるね。今いとも簡単に。コマンドが。あった？今左に行ってた。矢印が左に。ちょっと早かったね。もう一回お願いします。もう一回よく見てね。バトルコマンドが出てって十字キーを左にするとすぐ防御。防御しかない。防御。そうなるほど。あ、便利。なるほど。前回の生アンサーの時にもお話ししていたんですけれど、全職業条件なしで防御が使えるようにしました。ありがたい。それからこれどうやってやろうか、どっかのボタンに割り振ろうかとかいろいろ検討したんですけれど、バトルコマンドが出ている状態で十字ボタンを左に押すと一発で防御できます。左右か。
ぜひこれ本当に簡単に防御できるようになったんで、だいぶこれでバトルバランスが変わるんじゃないかな、遊びやすくなるんじゃないかなというふうに思います。一部刃の防御にしてくれというコメントもありましたけれど、防御です。最初からあるの防御。そうですね。特殊ですもんね。刃の防御に関してはご自分でコマンドで選んでください。そこをなんとか。防御。占い師って左って左は大丈夫です。右はタロットですけれど、選びで左は大丈夫なのか。それで防御ってことですね。はい。なるほど、ちゃんと割り当てられる。じゃあ縦スキルにあった防御はどうなったのか。確かに。縦スキルの防御は装備時守備力プラス10に変更になりました。いました。これ意外といいですよね。そうですね。お得ですよね。ね。確かに。ちなみに防御をやってる時のダメージカットは 25% です。はい。なので即死する技が来る、避けられないって時は防御するとだいぶまた変わりますんでね。ちなみに刃の防御と同じです。はい。刃の防御も25だよね。はい。で刃は宝珠があるのでちょっと増やせるんですよね。なんでそちらはコマンドから選んで使っていただいて、緊急の時にこっち使うみたいな感じで使い分けてもらうのがいいかなと。この防御は宝珠は追加はない。あ、こっちはもう固定。なので 25% じゃ耐えられないよとかいう場合とか、反射ダメージも欲しいよって場合はぜひ刃の防御を使ってください。はい。そこは刃の防御の方が上位だよっていうことですね。まずはここから。まずはね。はい。たまにね私もたまにやっちゃうんですけれど間違って防御しちゃったりとかっていうのもあるので今回入りますのでぜひ遊び心地とかをねツイッターとか言ってもらえるとすごくいいかなと思います。でもねあるとやっぱ全然違うね。なるほど。生存率上がりそう。今まで特技で待機してたのが、ちょっと特技で待機するのがいいのかメインコマンドのトップのところで待機するのがいいのか、ちょっとそこがまず悩ましいところではあるんですけど、ちょっと慣れるまでスタイル決めていただけるといいと思います。試していただいて。はい。じゃあ続きまして、じゃん。海賊新呪文レミラーマン。レミラーマン。急に来た。新呪文。いやなんかあったじゃん。それはねセブンにはあったよ。6も。海賊でレミラーマンが使えるようになります。海賊でいきなりレミラーマン。はい。お宝探しを使いたいよっていう提案をいただきましたので、海賊レベル56で習得いたします。お宝探しです。違うレミラーマン。お宝探しと一緒？レミラーマン。効果は一緒。はい一緒。そうですよね。大体一緒です。大体一緒です。大体。盗賊がかわいそうって書かれてる。盗賊のレミラーマン。盗賊の方はレミラーマンにはならず。盗賊になってお宝探しがあるじゃないですか。同じ効果だけど。そう。はい。やっぱ海賊でお宝探しを覚えたらおかしいじゃないですか。なんでレミラーマンになりました。なるほどね。なるほど。はい。続きは連続いくよ。海賊。これも提案でいただきましたね。大砲分かりやすくしてほしいよ。わかる？大砲 ABC。確かにこれどこに行ったらいいか分かんなかったもん。確かにね。はい。そうね、これすごくこれで見ると分かりやすいんですけれど、パニガルムとかで大砲2、3人いると、家族2、3人いるとちょっと自分が呼んだのが D だったりとか、おって思う時もありますけど、仕様です。はい、仕様です。その場に現れた古い新しい順で新しいのにどんどん ABC がついてきますので、はい、お間違いないように。仕様です。 Z までいくと A に戻ります。さらに海賊バトルダメージ演出一部調整。バトルダメージ演出。ほら。分かりにくいってね言われてたんで。そう。はい。これ大砲が打ったダメージが今ダメージポップが黄色く出てるの。今までって大砲のダメージ
大砲とかゲンマーのダメージって、はいこの黄色い枠がなかったんですよ。赤い数字だけだったの。はいでもそれだと大砲どんだけダメージ出してるのかいまいちインパクトがねえなっていうのがあったんで、自分と同じダメージポップが出るようになりました。さらに大砲ってドーンって撃った時の SE はあるんだけど、ヒットした時の音がね小さかったのよ。だからドーンって当たるとガンガンガンって音が鳴るようになりましたんで、だいぶなんていうか実感が爽快感がね。爽快感が出たやってる感がね出るようになったんじゃないかなと思います。こちらダメージポップに関しては大砲だけじゃなくてゲンマとかデスマスターの資料も、同じように自分のダメージポップと同じものになりましたんで分かりやすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。さらに海賊に関連してなんですけれど、今日ちょっとスライドには入っていなかったんですが、海賊の強化として大砲を置いた時に一発目を撃つ速度が速くなります。3秒ぐらい速くなるんで体感だいぶ速くなるはず。大砲を置きしてからバーンって撃つまでが速くなりました。なので海賊使いの方に朗報です。はい、続きまして、はい、レベル115新防具登場。これはでかい。これはね早急兵団の鎧。かっこいい。これはかっこいいかっこいいね。色もね、ワルキューレみたいね。羽だね。ロードリーローブ。ロードリーローブ。なんだ。聖域の通り。あ、これもかっこいい。セブン戦士。うん。セブン戦士。空賊のシャツ。空賊。かわいい。戦力のドレス。可愛いよね。羽飾りとかも可愛いよね。本当だ。はい。こんな感じだよ。はい。新しい今回の新装備のレシピはファラザードのレシピはモルザさんの方で売ってますんでぜひ行ってください。はい。可愛いでしょ今回の。全部可愛い。色合いも可愛いすごい。はい。まだある。どんどんいこう。どんどん。はい。ゼレメア新要素追加。きたやった。はい。まずは装備レベル115が追加になるよ。ありがたい。新要素探索の極意。なんだ。ジグローさん。外出ちゃったじゃん。あの人中にいなきゃいけない人だよ。たまに会うのかな。ジグロさジグロさん。あの人も探索者なんで潜ったり出たりを繰り返してるんですよ。今までは中にしか会えなかったけど、たまたま会えた。そういうこと。そう、ジグロ最近ちょっとお疲れみたいなんで切らしてもうた言ってますよ。中に入るのが嫌になったのがこのジグロさんがちょっと専門足りなくなっちゃってさって言ってるんで、専門1個あげるとこんな能力をつけることができます。探索開始時鱗3個追加。おだちんあげるとなんかくれる。専門を上げると代わりにどれか1個効果をつけてくれるので、選んでつけてください。錬金効果プラス3の装備しか出ないよとか、持ち帰り可能な装備数2個追加とかになります。コメント出なくなっちゃったらコメント欲しいよ。またちょっとコメントが流れなくなっちゃった。なんかちょいちょい今日はね。低い階層でも出るってことですね。そうですね。この効果は探索1回分だけです。はい。あとパーティー組んでる時はパーティーリーダーがこの効果をつけると全員にかかります。はい。で、この効果1人で行く時は正直言って、毎回使うほどではないと思うんですよね。だけれど例えばそのバージョンアップして、もうとにかく数が欲しいよっていう時とか、人と4人で組んでやってるよっていう時は持ち帰りが2個増えたりとかするとすごく大きいですよね。とかあと食代で、自分の欲しい頭だけ欲しいんだよみたいな時になった時、ぜひ使ってもらえるといいかなと思います。上手にねうまく特定の状況の時に非常に有効だと思いますので、よく考えて使ってもらえるといいかなと思います。装備高いからだいたいここで揃えるんで、ずーっと潜ってるんで。でもなんかジグローさんが来たと同時にちょっとゼルメアの専門のもうちょっと経験値の晴天と一緒で持ってる数増やしてほしいなと思いちょっと
ちょっとね、まあねもうちょっと持ちたいな。どうだろうな。まあそれはまあ次行こう。はい。リブロさんは中で会うことはもうない。あります。あるんですあの人冒険してますからどうぞ。はいはいはい。今まで通り。最初ここでもらってるんでね、1000円も中入れるんです。だからくれって言って一緒に入ろうぜぐらいの。なるほどね。確かに。あと、リーダーがかけてて自分もかけてるときは自分の分は使われません。リーダーの分だけが使われますんで、はい、詳しくはジグロの説明を聞くで聞いてください。はい。はい。さらに、ゼルメア持っている装備を確認できるようになったよ。これでかい。はい。これゼルメアの中で今の自分の装備袋が確認できるようになった。おお。そうかそうかそうか、重複しないそうと。できますもんね。あれ俺足持ってないのどっちだったっけ、ある風だったっけとかあるじゃないですか。ね。そうですね。1バージョンかけてやっとできたんですよ。これ確かに便利やな。そうなんです。錬金効果ね比べたりとかね、同じ部位でもそう錬金効果ももちろん見れます。ねはい忘れてしまいますもんね、メモったら。まあこんな感じでね、6.1 で115装備も入りますんで、皆さんゼルメア行くと思いますんで、ぜひまた遊んでください。うん、はいすごい。続きましてパニガルム、お、追加回収、なんだ。新たなボス登場。飛んでるんだよね。じゃん、見えないじゃん。見えないよ。飛んでますよ、飛んでます。見えないじゃん。これお楽しみに。なん待ってか待って待って待って。爆発してるよね。でもなんかいろんなとこで爆発起こってるよ。で多分飛んでるやつでしょ。ビッグバンじゃないですか。違います。あんなでかかったですか。パニガルムが、3月17日の時は、確か次元竜が出てるはずなんですよ。はい。次の週から新ボスになりますんで楽しみにしていてください。楽しみなんだ。はい。みんなすごいよ。 17日は次元竜だよ。残念ながらラップソンは来ないです。ごめんなさい。残念ながらイザヤールでもない。でもないです。これめくったら残念イザヤールですからないです。ないから。全然残念じゃない。嬉しい。嬉しい。はい。いきます。楽しそう。そのうち本当にボスで出てきそう。あるですか。はい。パニガルム新機能簡易探索モード。なんだ。まあこちらもね、提案でぜひやりたいって話があったんですけど、探査回数が0になっても遊べるようになります。パニガルムを。はい。探査回数が0になったらこの右上に簡易探査モードというのが出ていまして、今までと同じように遊ぶことができます。はい。ただし簡易探査モード中は、パニガログが以下のアイテムになります。うん。まあ権利がなくても遊べるんだけれど、ログの中にはこんな感じなんで。しょぼい感じがあります。しょぼくしょぼいしょぼいごめんなさい。補助金ですからね。もらまあ福引き補助券だからね、はいこれをしょぼいって言わなければ何がしょぼいんだって。今多分ドラクエ店内にある本当最下層に近い。確かに。公文書証福引き補助券だってさ、なんか自分が全部終わった後に一緒にやろうって言われた時に今まで入れなかったじゃん。それ入れるようにな嬉しったのがすごいよってことですよはね。いです。あと補助券もね5枚貯めれば1回引けるんで。それをしょぼいって言うんですけど。はい。続きまして、はいこちらも提案いただきました。転職新刊追加。い。おお。ボス倒した部屋に転職新刊のリシュオルさんがやってきますんで、はい。ボス回す時とかはね、ぜひ転職してこちらの新刊から転職して遊んでください。リシュオルさんはい死んじゃってるな。続きまして女神の木レベル上限解放だよ。お、来た。来た。こんな感じで、レベル上限が11に2話ランクが4までアップすることができるようになります。はい。ちなみに2話ランクが4になるとちょっと可愛いことが起きます。まあ言ってしまうとおしゃれができるようになるよ庭の。なので楽しみにしててね。はーい。はい。はい。続いてバンマルと5の祭壇追加。まあ多分これがバンマルと最後の拡張になるんじゃないかな。そうなんですか。あ、そうか。わかんない。まあ5だからね、10までいくかもしれないけどさ。今のところもともと予定していたところでは5の祭壇ですね。バージョン 6.1 アップデート後の最初の日曜日から、始まります。で合わせて、4の祭壇までギラムマジックの効果が有効になります。はい。
それから、ギラムソールで交換できるアイテムが増えました。あ、助かる。バンマの大箱とかも入ってますしね、破片も増えています。こちらも、アップデート後の最初の日曜日からになります。大箱出るの嬉しい。5の祭壇はね、本当にこうお祭りな感じなので、ちょっとポイントも高めなので、ぜひ遊びに行ってほしいかなと思います。続きまして、葉っぱと雫の報酬内容を調整しました。皆さんご存知の通り、葉っぱの使い勝手が悪くなったじゃないですか。で、そのまんまね、エルタナ福引きの2等とかだと、要するにその価値が下がっているので、そこに関しては変更を行っています。あとバトルロードの報酬ですとか、トリニティの報酬とかからは、削除しております。青宝箱とかもね。はい。あと便利ツールのバルボールーレットですとかの方も盤面が変わっていますので、そちらも、便利ツールの、更新の方で改めてご説明いたします。あとは、レアドロとか、あとトルネコの商品とかはそのまんまかな。自分が欲しくて買う場合はぜひ交換してください。次いきます。じゃあ真の宮殿ボス追加だよ。じゃん。見えない。また見えない。2人ぐらい。もやもやしてて。これはね、でもね、今回初めて。誰だろう。初めてっていうか、懐かしいというか、今まで天国にはいなかったボスが追加されますんで、楽しみにしてくださいね。どんどんいくよ。転生モンスター追加になりました。これは探してください。続いて不思議な的拡張。やった。階層拡張30回から40回、10回追加されました。的を40回まで拡張だよ。レベル上限が40まで解放されます。実績も追加になりました。虹が増える。新しい武器ですとかアクセも追加されました。それから当然ながら謎解きとかチャレンジフロアも追加されています。新要素、的の新要素、まずエクストラリンク。的を冒険しているとたまに赤とか緑の扉があるじゃないですか。エクストラリンクの扉っていうんですけれど、あれを誰かが例えば30回ボスレアだな、23回で突破した、倒した、成功したとすると、自分もそこで23回で扉が開く可能性があります。誰かが、エクストラリンクを突破すると、自分もその回だったっけ？その回です。自分も誰かが23回で不思議な扉を開きました。で突破しましたってなって、自分が23回に行くとそこに必ず出ます。必ずじゃない。必ずじゃないか。確率が上がります。必ずなしね、今のね。はい。そんな感じで、他の人の冒険者の、行動が自分にもいいことあるよっていうような感じですね。お裾分けみたいなものです。紫結構ね手に入んないから。紫欲しいよね。そう、紫欲しい時に出してくれると助かる。うまいことね。そうだね。そのマップに、そのフロアに階層にいる状態で誰かがやっても、そこでは効果出ないので、あくまで外から入った時の瞬間に誰かがそのエクストラリンク発生させてくれていると扉が出るようになるっていう感じになってます。やってたらいつか会うんじゃないかな。やってくれたっていう時は、ただ誰かやってくれたんだなって思っていただければ、ラッキーイベントだと思ってもらえるといいかな。たまにその新しい回に行くとエクストラリンク発生っていうふうにメッセージが出ますんで、ラッキーって思ってもらえるといいと思います。続いて同じく新要素、魔導士の遺産というものが入ります。どういうことかと言いますと、魔導内で誰か冒険者、魔導士がやられちゃうじゃないですか、モンスターに。そうするとゴールド落としますよね。1000ゴールドとか拾えます。拾うんじゃない。拾ってない。その魂が残ってる。魂が、だから魂っていうか思念ね。この思念に話しかけると、なくしたゴールドくれます。これ俺の代わりに使って。気持ちじゃなしに現金がもらえるわけですね。気持ちです。気持ちチャ
リーンっていう気持ち、チャリーン音がする。っていう。本当ちょっと言っていいですか？はいなんかこれ使用を決めた時に、その死体から金拾うってすごい印象悪いからって言って、この魂の形にしてもらいましょうって言ってたのに、拾うって言った。確実に言いましたよ。小沢さんおこじゃん。動詞を間違って俺すいません。やめましょうって言ってたんじゃん。そう言ってた。お亡くなりになった魂からゴールドをいただくことがあります。いやいや変わんないですよ。言葉大事。敬語にしちゃっただけだよ。ゴールド半分だったっけ？落とした金額ですね。落とした金額の半分ですね。半分じゃないです。落とした金額もらえます。落とした金額もらえると。そう。なんで誰かがすごい1億とか落とすと1億もらえる。もらえちゃ可能性が。もうそれはもう思念でも何でもないですよ。でも1億持ってる人いないと思うんで。だけどね、銀行に預けるからね。的でゴールド大事だからね。はい。ほう。はい。お気持ち大事です。お気持ち。次いきます。的手帳に新機能追加。これすごい便利よ。特技呪文の一覧が的手帳に追加されました。謎とかで、例えばそのイオグランデ覚えなきゃなんないよみたいな時あるじゃないですか。で、イオグランデってどの武器装備してればいいのっていうのが逆引きできます。それ嬉しい。ね、嬉しいよね。はい。便利。そう便利。なんかたまになんかの指輪でなんかどれかのスキルラインで覚える技とかを使わなきゃいけないとかあって。逆引きできるとそうそう、その技の方からこの武器で習得できるよって詳しく見るとそれが出てくれるので非常に分かりやすくなったんじゃないかなというふうに思います。さらに今回の目玉レプリカード、新しい機能が入ります。レプリカード、簡単に言うと手持ちの不思議のカードの効果をコピーできます。コピー書いてありますね。コピーって。コピーって書いてある。的の40回を踏破すると、なんだっけ、女の子。出てこない名前。そう。実績でさ、プレゼン報酬くれる女の子。入り口のところにいる子です。真ん中辺にいる子。で、子からレプリカード発行証というものがもらえるようになります。で、そのレプリカード発行証をもらって、下の階のラベロのところに行くとレプリカードが作れるようになるよ。じゃあ、どういうことかっていうと、そうね。簡単に言うと、今の自分の不思議なカード持ってるじゃないですか、それをそのままコピーしたカードが作れます。じゃあ途中から分岐できるってこと？そう。セーブデータ今のカードはその魔剣士向けに攻撃力とか器用さとか上げてるんだけれど、魔法使うようのが欲しいなって時はレプリカードでコピーを作って不思議のカードの方を組み替えてください。やっと分かった。はい。でレプリカードは金のフェザーチップ10枚。でいくつでも作れます。それは虹でつけた効果もコピーできる？もちろん。それはじゃあ今の効果をそのまんまコピーしたカードを作ることができます。それはじゃあやった方がいいね。はい。ただしレプリカードはできた時にその後に効果を組み替えたりとか効果を成長させることはできないんですよ。だから、別のカードが欲しいなってなったら不思議のカードの方を組み替えて新しいコピーを作ってください。どんどんコピー作って魔剣士を魔法使いを僧侶用みたいな感じで。でも強化できないんだったら、分岐できなくないですか？1枚でよくないですか？強化できないんだったらそうですね。1枚でこう今リセットしてまた違うやつに付け直して増やしてみたいなことも今できるんで、それと同じことはできます。でなんですけど、今回攻撃力をつけました。つけたカードがあります。で魔法使いになるのにコーマに変えましたって言った時に今までだと1回付け直しっていうのをやってたんですけど、それをレプリカードしておくとその攻撃力ついた状態は一旦保持できるので、その後コーマと攻撃力を2枚持てるようになるっていう感じですね。そういうことでなんで一時的に今の状態をコピーしておけるというだけなので確かに面倒にはなっちゃうんですよ、ちょっと手間としては。
そうですね。なんで毎回付け替えた方がむしろ楽っていう方は、まあそのまま今まで通りやっていただくのがまあいいかもしれないですし、まあしばらくその効果の組み替えとかもまあせずにこのセットっていうのを決めている方に関しては、まあ作っておいた方が装備切り替えるだけでできるようになるので楽ちんですよという感じです。はい。って感じです。コメント見ると半分ぐらいって感じですかね。まあちょっとやってみてくださいって感じですよね。やった方が分かりやすいかなってね。一時的な機能と言われると確かにそうかもしれないですね。完成にはできないので。だから初め1枚ぐらい配ってくんないかな。お試しみたいな。ややこいからちょっと配ってくんないかな。でも金のフェザーチップ10枚よ。まあ大体各フロア赤い宝箱の中にまあ2枚1枚2枚入ってると思うので、まあ5回ぐらい回っていただければ10枚は手に入るかなって感じかな。10枚いかないかな。はい。はい。前半最後になるんですけど、一部ボスの難易度調整を行いました。そうですね、葉っぱ雫の時間調整に伴って、前にお話をしたストーリーボス、お方ですね、お方を、少し弱くしました、お方のとか、あとラスボスの弱いを調整したりですとか、あとですね、パニガルム、最後の12人ボスではなくて道中にすごい強い人がいるんですよ。ビーム打つやつ、ビーであれ全滅するんですけれど、開幕ねいきなり固まってるところにねですとか、あと魔刀の30回のボスと30回と25回だったかな、あれも相当強いので20回だったら20回と30回のボスとかの、バランスを調整してあります。はい、非常に盛りだくさんで、一部ねもう後半疲れちゃってね説明がつながったので不適切な言葉とかも一部ありましたが、なんとか乗り切ることができたんじゃないかなというふうには思っております。でもね今日まだこれ前半だからね。いやめちゃくちゃあるから。実はそうなんですよね。本当レプリカートに関しては担当者に申し訳ないんで簡単に言うとやってください。簡単に言うとね。使ってみてください。広場にもうちょっと細かく出ます。もう広場本当広場最高。広場を信じよう。はい。まあひとまず前半部分こちらになります。後半も今回すごくたくさんありますので楽しみにしてください。はい。ありがとうございました。まあ前半と言いながらたっぷりでしたね。たっぷりでしたけどね。さやかさん気になったところがもうねいっぱいすぎてどれっていうのが分かんなくなってきちゃったからもう帰ってからもう一回がっちり見直したいなと思いました。復習しながら本当におしゃべりをすごい大変だったと思うのでちょっと休んでいただいて。優しい。大変そうでした。ね、リーナはどうでした？気になった情報とか。最初の方にカサゴのボスいたじゃないですか。私最近釣りにハマってて、あれってどこで釣れるんですか？違う、もう敵モンスターだから。あれモンスター。モンスター。じゃあもう釣るんじゃなくて、まあ戦いに行くってこと。戦いに行くってこと。なるほど。残念。ちょっと最近釣ろうと思ってたんで。釣りハマってるんだ。はい。もうそのドアオ。私のサブキャラドアオいるんですけど、その釣りを毎日やってます。もうほぼ釣り専用キャラみたいな。そうです。面白いよね釣りもね。面白いんですよ。はい。ということでね前半お届けしました。まだね後半もあるんですよね。あれですね今回1って言わなかったのは後半が小田さんのコーナーだから1って言わないで安西さんコーナー。安西先生のコーナーじゃなくなっちゃうってこと？ちょっと後でじゃあちょっとコメントで気になったのが気になったというか確かになと思ったのが指輪とカードが便利になって装備薬足りないねという話はコメントで結構来てましたね。そうですね指輪とかレプリカードが入ると装備薬確かに欲しいなと思いますが
それは今回の話ではないかもしれない。また次の段階かもしれません。いや大変なんですよ、創業作る。それ青山さんが一番分かってますね。確かにみんな希望としては伝えておこうって気持ちですからね。結構多く来てたなと思いました。専用倉庫とかもねいろいろありますが。はい。ではですね、小沢さんのコーナーの前にこちらのコーナー参りましょう。はい。アストルティア調査隊。はい、続いてはアストルティアをくまなく調査してくれるアストルティア調査隊からの報告が届いたということで、青山さんからその内容をお聞きしちゃいましょう。青山さんお願いします。はい、じゃあスライドお願いします。はい、アストルティア調査隊は、最近追加されたコンテンツや気になるデータを調査してみんなで見ながらワイワイする語るコーナーです。はい、でバージョンアップ情報の日はですね、安西さんをお休みさせるコーナーなんですけど、はい、後半の小沢さんが話すことに向けてパソコンを小沢さんの前に持っていく時間を確保する時間帯でなるほど、スイッチの時間。はい、じゃあ行きましょう。今日はこちらです。お願いします。はい、アストルティアクイーン総選挙第10回ですね。いつものね。はい、いつもの結果発表です。はい、はい、じゃあ次お願いします。今日はですね、歴代振り返りといつもの順位の振り返り、得票数とかですね。はい、あと今回ですね、1人の候補者に100票っていうのは、最初から最後まで全部10票同じ人に入れた人、の人がどのくらいいたかって話と、あとはいつもの交換券の像と、冒険者多くの冒険者から像を追加購入してくれた人、あと1人の冒険者から購入された像の最高数ですね。はい、昨年はヒューザー、1億ゴールドで1000体っていうのがありましたけど、今年のクイーンの方はどうだったか。はい、じゃあ行きましょう。次じゃあお願いします。はい、まずは歴代です。お願いします。はい、歴代こうなってました。一番好きです。まゆさん。まゆですね。やっぱり可愛い。そうなんですね。尾がこうしてみると、ここにいないのがプクリポ、ドワーフ、エルフ。本当ですね。いやいや、一人ヒロインで撮ってない子がいるんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。はい。で今年どうなったかっていうと、じゃじゃんってみんな知ってるよね。はい。でした。可愛い。はい。プクリポ枠ですかね。予選から勝ち上がって。これどうですかね、皆さん。意外でした？予想通り？ここまで来るとは思ってなかったです。ね、上位ではあるかなとは。私でもなんかこの子が出た時、多分この子になるんだろうなと思いましたけど、やっぱりちょっと意外じゃないですか。こう来た時に今日は集まりやすいかもという。私も初日この子に入れまくりました。本当ですか？私は違う、絶対にこの子になりそうだと思ったから違う人に入れてました。天の弱なことをしてました。予選の時も最初7位ぐらいだったのかな、そこからぐわー上がってきて、最終日だったか最終日前日だかに2位に滑り込んだんですよね。すごい勢いだったんですね。今回予選枠は2位までですもんね。だからギリギリってことですね。ギリギリ滑り込みましたね。本当素晴らしい。いや本当プレイヤーの応援で注目をが成長したキャラですよね。ヒストリカみたいに。そうですね。コメントもなんか一番凝ってたというか、めっちゃ考えたやろうなっていうね。雲とかを絡めたね。なかなか大変。そうですよ、確かにね。そう、うまく使われてますね。尖ったキャラですよね。はい、じゃあ次お願いします。順位の振り返りをしたいと思います。お願いします。先ほどありました通り、ウェブニーは予選大会2位でした。メリアードが1位だったんですよね。で、本戦の方はその予選のままというか1位2位でした。3位が安定のセラフィーでしたね。安定してますね。ちょっとね、バージョン6から登場したキャラは少し苦戦してる感じですけれど、タイミング的にもしょうがないのかなってところもあります。私ずっとメレアーデに入れてた。だってメレアーデやっぱ取らせてあげたい。いつかはね。そう、しかもやっと声ついて、なんか一時期アンルシア取れてない時もアンルシアに入れようみたいな空気あったじゃないですか。で私投票してたら結構みんな運営が不正でメレアーデに入れてるとかって言い出して、
もうなんて不憫なのメレアでかわいそう、応援してる人もいるんだろうって思うんだけどね。チャンスではあったもんね。そう、今回ね。今回ぐらいじゃないの。こんなまあでも2位になりましたからね。そう。まあ頑張ったとは思いますけれど。じゃあちょっと次行きましょうか。特許の順位ですね。じゃあ次お願いします。はい、こんな感じでした。ウェブニーはなんかこうダントツでしたね。ぶっちぎり。最初から最後まで。そうなんですよね。中間発表あってからもうガッと開けて、ずっと多分そうですね。2位の2分の3ぐらい、1.5 倍ぐらい稼いでるんじゃないかな。ずっと最初からですよね。私ユーライザのセリフに笑っちゃいました。なんか停止会から大反対されてきたのにこんな順位じゃ怒られちゃう。本当だ、切ないやん。切ない。本当になと思って。そう、シャシャリ出たのに。そう、シャシャリ出てきたのにこの順位で怒られるみたいなこと言ってた。厳しいからね。厳しい。はい。でこれ見るとですこうメレアーデがね、結構最初実は次のやって出すんですけど最初7位だったんですけど、最後の最後でこうまくって上がっていった。差し切ってゴールって感じですけどね。リナーセさんね。すごいいい勝負ね。リナーセは。リナーセさん。次の話とかでねまたね。本当タイミング。タイミングですよねこれね。タイミング。はい。リナーセは残念でした。ずっとイルーシャちゃんとユーライザさんにちょいちょいって入れてたんですけどね。それが結構言ってなかった。6位7位ですね。僕も前票何々入れましたね。さすがですね。緑票。ドワーフ勢はそこですかね。初プク体感。プクが初体感。ああそうですね。本当です。はい。やっぱそれが強かった。やっぱプクリポ枠なんですかね強かったのは。少なくともこの今出てるメンバーにはそこまでウェブに推しがいないっぽい。そういうことがちょっと。みんなそんなしっくりきてないけど。すごいでもねこうやって見ると圧倒的な数字ですもんね。そうですね。まあちょっと次どういう人が入れたかも含めてですね。まず順位ですね。メレアーデがすごくて。7位から最初の7位の時はリナーシェと割と競っててさすがにメレアーデもここまでかと思ったんですけど、だいぶ上がりました。なんか初日3位で頑張ってたんですけどね。本当だ、なん結構高い。メレアーデ本当すごいなというその椿さんみたいにこう思って一生懸命入れてくれてる人がいたんですね。だってあんな不憫な子いないよストーリーで本当に。確かにもう。いろいろと辛いじゃんね。辛いです。それをね乗り越えてね、もう笑顔になったのにっていう。中間発表以降上がったのもメレアーデなんですね。そうですね。そうですね。やっぱ応援されてるっていう部分が。まあ強いて言うならメレアーデドレスで着た方が良かったんじゃないみたいな感じだったね。前回ドレスでしたからね。はい。ちなみにメレアーデは前回出場した時は実はその投票人数では1位だったんですけれど、あの時は無制限投票だったっていうのもあって、そういうことか。濃い方に負けちゃった感じですね。しかもねメレアーデちょっとズルしてたからね。客席にズルしてたじゃん。あれの投票入ってると思うのよ。多分私はそれも入ってると思うよね。まあでも本当にいろいろ本当その時のものですよね。タイミングだったり、今はねだいぶ公平になってますからね、投票がね。そうでこんな感じです。じゃあ次お願いします。一人の候補者に100票を投じた冒険者の勝つ。気になる。最大100票しか投票できないんで、じゃあお願いします。ごめんなさい。最大100票しか投票できません。ここに書いてある説明ですね。毎日会場を運んでくれて全部入れたぐらいの人。一途な人ってことですね。はい。じゃあお願いします。はい。これもねウェブにトップなんですよね。すごいな。みんなすごい。そんなダブルスコアぐらいあるじゃん。そうなんです。倍のね。ウェブに一途な人はとてつもなく多いですね。でもやっぱねメレアーダさんの方もねいますからね。メレアーダも多いですね。こうしてみるとそのままの順位って感じではありますね。イルーシャに関して言うとあれですよね。その前回勝っているので今回はイルーシャに入れつつも他に入れてるみたいな感じで、っていうのがこの451人っていうような数字になってるのかなと思いますね。なるほどね。そう一回取ってるとね。ユーライズはイルーシャもそうですね。リナーシもそうですね。
はいじゃあ次お願いします。最も多く像を交換された人ですね。じゃあ次お願いします。クエストクリアすると3枚交換券がもらえたので、そこで3人分の像をもらえるんですけれども、誰が選ばれたでしょうかという話です。あとこのね像の趣味にもよるんだよね。確かに。まあそうですね。だいぶ条件があります。そうなんか可愛いからそんなすごい好きなキャラじゃないけどこれの像は欲しいから欲しいみたいな表もあるんだよね多分ね。そうですね。じゃあ次お願いします。その結果ですね。1位はユーライザでした。かっこいいんだねこれ。どうもこの羽を使って羽が生えてるように見えるみたいなところでなんか話題になってたみたいですね。インスタ映えみたいなやつね。だったら羽の家具を売った方がいいんじゃないかみたいな話あるんですけどね。確かに。あとは勇者可愛かったですかね。モーニング可愛いですね。可愛いこれ。ここはちょっとウェーブにここは苦戦してるんですよね。メレアーデが低いのは前回も過去にあったからですかね。なんででしょうね。確かに。そんなにもう変わらないんですけれどね。まあそうですね。ここはあんまり変わらないですね。12%と10%の差なんで、セラフィー以下はほぼほぼ差がないですね。そうですね。そうですね。そんな変わんない。はい。じゃあ続きまして、最も多くどう購入したこれは全体プレイヤー全プレイヤーですね。はい。じゃあお願いします。ごめんなさい。これですね。次です。次お願いします。一つ10万ゴールドでしたって説明した。これはウェブニーが多かったみたいです。大量に買った。愛がすごい。一人で大量に買った人はいっぱいいたってことですよね。でセラフィーは常連な感じですかね。セラフィー彼女は常に食い込んできますね。セラフィーガチ勢がやっぱり多いよね。すべてのシリーズを買い揃えてね。まあそうなんでしょうね。はい。セラフィーの強さ。まあこうかな。ここちょっとリーダーしてメールほら弱い。ほらセラフィーガチ勢のコメントがすごいいっぱい湧いてきた。ほらセラフィーセラフィーっていっぱい。いや湧いてとか言わない。ありがたいことですから。はい。じゃあお願いします。次お願いします。はい。そして最も多く像を購入した人。何個購入したか。はい。まあ人は言わない教えないですけど。はい。お願いします。あとゴールドを像を購入する場合は購入数に上限がないので買おうと思えば何個でも購入することができます。昨年はセラキー699個多分ですけど1個足して1個って交換券で足して700個っていうのがセラフィーかな7000万ゴールドですね。じゃあ今年どうなったかです。じゃあ見てみましょう。どうぞ。まずですね、イルーシャがポーズかやっぱりすごい。そうなんですよね。みんながってなってる。すごいびっくりしてる。1億6000万、1億6500万ぐらい使って。もうマイタウン買える。あとセラフィーがまた同じ数字っていう。そうなんですよ。これ同じ人じゃんこれ。699を買った人は同じ人でした。じゃあそれって全部で700。そうですね。でも1400ってことですよね。この辺はこうロマンというかこだわりを感じますよね。ナンナだから777なんですよね。ナンナもこだわりを感じますよね。777。ナンナだからね。これもすごいなと思います。毎年このためにゴールド7000万貯めてるってこと可能性ありますよね。上位3組が1億そうですね。1億超えの方がいっぱいですね。尊いねそれねもうね。で別に去年その1億ヒューザに1億貢いだ女かとかわかんないけどみたいな話しちゃったんでもしかしたら1億っていうのを意識して買われたかもしれないですけど買ったからといって紹介するとは限らないですからね。ご趣味で買っていただくのはいいと思いますね。1億の女にしたいみたいなのがある。これって買ったら部屋に飾るってことですか？そうなんですけど数ね1000個これ飾れない。これピラミッドに飾ったら兵馬俑みたいになりません？すごいかっこよく足の骨もなくなる感じ。やばいやん。でも何個今？何個もね置けないから。そうなんですか。そうですね。いかないよな。でも余るもんなすごく。そうなんですね。どうしてるんだろう。ちなみにイルーシャの
この数の確か2位の人は100個だったはずあだから結構1000個を気にしている人は結構いるのかな、1000個以上の方はこの方々だけみたいですね。ここの3人だけみたいですね。すごいな、だけと言っても多いんですけどね。違う100個でも十分多いんですけどね、何に使うのかしらね。コレクターにしてもね、何かが違う。まあでもなんかもうそういうの愛を自分で表現したいんだろうね。本当に尽くしたいっていう見返りとかはない、使うとかないんだろうね、きっとね。そうですね。ちょっとわかるわ。だってこのね1648イルーシアでね、イルーシャそうね。イルーシャこれって全然ごめんなさい気づいてなかったです。気づいてなかった理由そうだよそれ。言い訳するとこれ調べた時最初1005個だったんですよ。でもう一回調べたらこの数になってて買い足したんだと思ったんですけど買い足して語呂合わせにしたんですね。あなるほど知らなかった。それすげえこういうので発表されない限り全く自己満足。そうですよ。自分はやってやったぜっていうだけなんですよ。すごいですよね。これはナイトコンテスト大変ですよ。大変ですよこれは。これやばいね。これはね語呂合わせで恐ろしい数字になるようなキャラクターが発表しないかもしれませんからね。ご注意くださいよ。愛だね。愛はいいと思いますけど。素晴らしい。すみません青山気づけって言われましたけどすみません気づきませんでした。はいじゃあ次お願いします。はいおまけです。はいお願いします。ですね会場に運んだ中に感極まってって書いてますけど候補者の名前を叫んだ方もいたのではないでしょうかということで調べてみました。じゃあお願いします。はいめっちゃ叫んでるよ。セラフィーで叫んでる人が5000回合計なんですけど一人の人が2300回。これ半分ぐらい一人でですね同じ文言を何回も叫ぶとスパムという扱いになる可能性があったんで調べてみたんですけど、どうもセラフィーに投票をなんかまあ清き一歩みたいな、セラフィーさんに投票してくださいっていうのを一生懸命呼びかけて、もちろん全くそれは問題はありません。スパムではありません。問題ないです。すげえ呼ばれて親衛隊長だったのね。で他の多い方も全部基本的には呼びかけてたみたいですね。この人に一票入れてください。そうですね。いや愛だね。愛だ。すごい数やな。結構面白いですね。この数字面白いですね。ユーライさんもうちょっと叫んでもらわないと。もうちょっと叫ぼう。ちょっと2桁は行きたかったね。展開で肩身狭いくなる。本当またどんどんあなたもう呼ばれてもいなかったわよって。しゃしゃり出やがってって言われちゃうから。やめてあげて。はい、じゃあ次のページお願いします。これまとめですね。はい、お願いします。はい、こんな感じでした。結果。なんか聞き足りなかったことありますか。なんだ。まあだいたい途中でコメントしていただいた感じですかね。いやでも本当ウェブに行ってバルディスタをメインで描いてるライターの子が作り出してくれたキャラクターなんですね。バレリアムさんもそうなんですけれど、で言葉くしくもとか、なんとかでしゅみたいな、そういったところがすごく可愛くて、これだけ愛されたっていうのは本当に素晴らしいキャラクターになったなと思います。で実際さっきも言ったように予選からぐんぐんこう票が上がっていった感じなので、お客様と一緒にこうなんていうのかな育ててもらったというかっていう感じですごく面白いことが起きたクイーン選挙だったな、良かったなと思います。まあ最終的にはバルディスタの勝利だな。それ言いたかっただけですそもそもねバレリアさん落とされちゃってるから。いやバルディスタ代表ですから。ウェブニーの勝利はバレリア様の勝利。そうなの？そこに持ってくる。着地地点がね。ちょっとよく。超個人的な着地地点。まあでも声もついて可愛かったですね。そうですね。本当に声優さんもすごく盛り上がりますよね。ぴったりでしたし。じゃあ、小沢さん準備 OK ですかね。じゃあこれで終わりたいと思います。はい。楽しかった。はい、青山さんありがとうございました。いやいろいろ細かいの聞けるとみんなの愛をここで知れて嬉しいね。私愛を注いだ人も
こうやって注目された方が嬉しいと思うんだよね。嬉しいと思いますね。形になってね現れると。はい。ということでじゃあ続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら。はい、小沢さんの最新情報コーナー。来ました。来ました。はい、ダブルピースで。初めてですよね。ねえ。小沢さんの初コーナーですけど、小沢さん緊張してます？はい。めっちゃ緊張してる。ね、あんだけさっき怒ったけど。こんなん怒られる可能性もありますから。そうですよ。だけにしもあらず。リラックスしていきましょう。私のヒットポイント3なんで。怒る気力もないかも。はい、じゃあ皆さん待っておりますので、小沢さんからじゃあお願いします。お願いしじゃあます。始めます。スライドお願いします。はい、バージョン 6.1 最新情報。はい、次、紹介する内容、画面写真は開発中のものになります。今後内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。これ最新にも言いましたけど。はい。はい、続いてアストルティア放送局でご視聴されている方へ、文字や画像の細かい部分が見えづらい場合はインターネットブラウザでご視聴いただくか、後日掲載予定のアップデート情報をご覧ください。はい、ここまで同じです。はい、じゃあ行きます。まず日替わり討伐の依頼の追加と調整を行いました。でかそう。はい、簡単に言うと強ボス討伐45,000ポイントを追加しました。はい、で下に書いてある代わりに2万ポイントのっていうところに関しては45,000の枠をいくつか追加しているので、それに合わせて確率を鳴らすために2万のところが抽選されにくくなる。今までよりも45,000がより出るはちょっと言い過ぎですかね。2万が出ないような形になる形で対応しています。ありがたい。ありがたい。これゴールドは4万だっけ？経験値が45,000で。45,000だと思ってました。はい。ちょっとごめんなさい、後で間違ったら訂正します。はい、次モンスターバトルロードのバッジの追加を行いました。はい、じゃん、これです。はい、ユシカなどバージョン5のキャラクターの二次バッジを合計12種類追加しています。はい、結構ある。はい、いつものように交換で手に入れるようなことができるので、皆さんぜひ手に入れてください。魔王のバチ来るで。はい、結構強い。強い。です。はい、次いきます。モンスターバトルロードの各種回収を行いました。ちょっと細かい回収続くんですけど、まずはこちらバッジの獲得演出変更ということで映像をご用意してますのでご覧ください。お願いします。はい。そうです。いつもだとここで演出が出てたんですけど、出ずにシュワシュワシュワっと終わるような感じに短縮されました。はい。確認だけできるようになる。トンブレロのバッジを手に入れたときは演出出るんですね。はい、出ます。ありがたい。初めての場合初めての嬉しいね。セットがあると。でまとめて開けた場合、1パック開封した場合、初めて取得したバッジだけ演出ありになります。で、そうですね。そんな感じのいい調整ます。はい。今までよりもちょっと早くなるですね。はい。で次、受付係からスキル振り分けが可能になりましたということで、今までパーティーの準備のところに編成した3体のスキル振り分けができるようなコマンドを追加しています。で私もよくやるんですけど、バトルロードを預けてというか登録しておいて、転生解放されてレベル上げたりしてスキルリセットされた状態になって、バトルロード行ったら覚えてないみたいなケース結構あったんですけど、その時に毎回横にいる魔物管理人のところに行って出してスキル振ってみたいなことをやり取りしてたんですが、それがここだけでスキル振り分けできるようになりました。ありがたい。はい、ぜひ使ってください。でもう一個細かい対応なんですけど、もともと使用特技設定っていうのがここでできてたんですが、これが今までリーダーだけできない形になってたんですね。で理由が一応ありまして、バトルロードってリーダーは自分で操作するので、特技を全部使える状態になっているんですよ。使用特技設定してあっても。でそこが使用特技設定できるのに中入ると全部使えるじゃんっていうちょっと混乱が生じるかなと思って最初閉じてたんですけど、もうそろそろできてもいいかなということで今回リーダーの分もできるようになりました。はい、という感じです。ありがたい。はい、次いきます。
あとその他の回収点いくつか細かい点を行っています。まずバッジの詳しく見るから覚えるスキルを確認できるようにしました。本当細かいですね。で装備中のバッジも今まで交換できなかったんですけど、交換できるようになりました。ずっと待ってたこれ。ずっと待ってたこれ。はい、バッジじいさんのところで装備してるけどいいかいって言われるので、いいよっていう方はそこで交換してください。で、あとはバッジを効果別に絞り込むっていう機能があるんですけど、そこでできる項目をいくつか追加しています。詳細に関してはまた後ほどアップデート情報をご確認ください。はい、で、これ以外にも細かいところいくつかやってたりもするので、そちらも合わせて掲載しますので、後ほどそちらで見てください。はい、次。酸欠になる。ピラミッドの模様をまとめて鑑定。ゆっくり。まとめて鑑定できるようになります。はい。本当見た通り、やっとできるようになりました。やっとできたよ。やっと来たか。やっとだね。てかもう完成しちゃったかもですよね。お水飲んでっていうコメント。ありがとうございます。1個だけご注意なんですけど、今までこれ今4まとめて鑑定、4ボタンをまとめて鑑定するっていうボタンにアサインされているんですが、ここ並べ替えっていうのが実は入ってまして、ここの中でなぜか使うものの並べ替えできてたんですね。で、もう今更もういらないだろうということで、その機能を廃止して新たにまとめて鑑定するというボタンに変更させてもらいました。こちらもまだピラミッド完成してない、ピラミッドじゃない、ブローチ等完成してない方はぜひ使ってください。新規とかサブとかはね、ありがたいよね。サブかサブってあります。助かってありますね。はいです。はい、じゃあ次いきます。強さのメニュー回収を行いました。強さメニュー。はい。これパッと見でわかりますかね。違いが。一旦映像を見ていただきましょうか。ご用意してあるのでお願いします。強さ。誰の？下に。見やすい。今までページスライド。ね、してたやつですよね。一個一個押してて。そうですね。これ強さを押して、キャラ選択した後の最初の画面になります。今までは今この画面でいうとこの装備って書いてある右側の大きい画面がボンって出ていて、ボタンを押してサブメニューを出すか、決定ボタンで先に進んでいく形での表示だったんですけど、いきなり最初から選べるメニュー出ていいよねっていうことで、今こちらのような形に。優秀すぎる。これ多分プレイヤーもって質問がありましたけど。はい、他のキャラを見た時も同じような形になってます。紙ね、ちょっとのことですけど、めちゃめちゃいい。これはいいですね。地味にね。いい地味。強さコマンドとか使うじゃないですか。そう見るもん。確認しますもんね。はい。で下にカーソルをどんどん移動していけば右側の大きなところはどんどんプレビューされていくようになりますし、装備とかみたいに一旦中に入って装備品詳しく見たりとかドレア情報を見たりとかするような機能のところに関しては装備を決定って押してもらえば右側にカーソル移動するようなので、そこで操作が可能になります。なるほど。なるほど。はい。いいです。こんな感じです。嬉しい。はい、次。でこれなんですよ、総資産という項目を追加しました。いろんな。そう今までね出てなかった救済ポイントとかね。そうです。なるほど。ショップポイントが出て。そうですね、ショップポイントとかも全員で今まで見えてる項目もあったんですけど、所持金とかあったんですけど、全員の情報じゃないよねって今更ながらになりまして。なんで改めて今回総資産ってなかなか聞かない。全員ってなんでっていうのですよね。確かにそうだったんです。全員よくわかんないよね。何ってそうでじゃあいろんな資産見えた方がいいよねということで、今回救済ポイントとかも追加して、地味に救済ポイントアイコンついてるんですよ。もうそう、私もなかった。すんごい緑のコインあるじゃんと思ってた。緑のキュウリみたいなやつがついてます。はい、という感じです。いい。で、じゃあ全員って結局何出したの、っていうことなんですけど、こんな感じで本当に全員の情報を出すことにしました。そうですね。いつも借りてるからこれ分かる、いっぺんに分かると楽。確かに。
装備じゃない、そのキャラの職業とレベルだったり、次のレベルまでの経験値だったり、サポート仲間の場合は残りの時間みたいなものとかがここで一覧で見れるようになってます。はい。であと細かいところで、強さのメニューで中に見れる呪文の項目で今まで出てなかったんですけど、習得レベルというものを新たに表示しました。ありがたい、優しい。はい。本当ね、出ててもいいよねってなりました。でもう一個特訓、これ職業レベルとボタン操作で切り替えで表示になってたんですけど、今回は別の項目にして特訓は特訓で、これ特訓でもらえるスキルポイントの総量みたいなものが見れるようになってます。はい、こんな感じでなんで便利になってますね。これ以外にもいくつか回収を行っているので、こちらも詳細は目覚めし冒険者広場のアップデート情報をご覧ください。はい、次いきます。大丈夫ですか、ここまで。大丈夫ですよ。休憩しながらやってくださいね。はい。では装備画面の配置変更モードを追加しました。はい。これ道具使うものとかルーラーストーンとかで今まで前回道具でできるようになったんですかね。はい。それと同じように装備品の配置の変更もできるようになりました。1個目選んでもらって入れ替えたい2個目の装備品選んでもらって。そこポチってやると入れ替わるという感じになってます。なるほど。はい。で空いてる場所には入れられないのでそこだけご注意ください。はい、次。大富豪第7回団員戦を行います。はい。今回団員戦を大富豪決定戦、前回の決定戦と同じように3ゲーム戦にしました。なかなか3ゲーム好評だったので、こちらでいきます。はい。で、3段、5段、7段の商談報酬を更新しました。前回の報酬にあったクオードトランプなどはトランプポイントの交換ラインナップに追加してあるので、取り忘れちゃったよという方はそちらから獲得してください。すごい、スクルパイド大出世じゃん、ここ。まさかクローズアップされると本人も俺みたいになってるよ。トランプになりましたからね。ってなってるよ、多分。いいポーズ取ってますよ。ここ出ていいのってなってる。でドラゴンキッズ 3段がドラゴンキッズ、5段がスコルパイドになってます。これ全然細かい話なんですけど、ドラゴンキッズこれゲーム内のドラゴンキッズとちょっと見た目が違うんですよ。そうね。確かに。なんか公式のアートではこちらが主流ということなので、こっちにこっちのイメージがですね。昔からの人はあるかも。ちょっと違いは後で見つけてください。はい、次7段の報酬は真意トランプです。小林はい、お待たせしました。お待たせしました。本当に真意ね、根強くファンがいるんですよね。すごく小林早苗さんのボイス付きのレアトランプになってます。こちらもぜひ獲得してください。はい、じゃあ次ハウジングの機能拡張シリーズいきます。まず職人設備庭具追加しました。これね、これです。外で。はい。今まで家具だけだったんですけども、新たに庭に配置できる職人設備を追加しました。これ嬉しいね。はい。もう本当失敗してるところ結構見られる。通りがかり人が。ボカーって言われてましたね、これね。でもいちいち中入るのめんどくさいね。そうですよね。こちらの家具は住宅村の庭具屋や住宅商とかで売っているので、お店で買ってください、必要な方は。はい、これは他の人たちは使えるとか。使える、権限次第で。権限をちゃんと。はい。です。もう本当ね、タンスとかタロットとかも全部外でいいよ。いい、よくない？到着したらすぐやるみたいな。そう、もうルーラって飛んだらすぐやるみたいな。いいの、太陽の下でいいんですよ。タンスだって庭にタンス置かないよ。いや、なんていうの、難度みたいなさ。物置ね。そう、家の扉ね。そう。いいな、これで庭でもこうできるね。できますね。ありがたいです、これは本当に。物置。はい。ね、預かりじゃなかった、バザーの隣に置いてもうすぐ横で出せるように。だからタンスミミックいるじゃんってなんかいろんな。タンスミミックだ。戦わなきゃいけない。入れられない。100人乗らせるは無理だよ。表示できない。いろいろね、権利的にも危ないよ結構。確かに。はい、じゃあ次行ってもいいですかね。はい、行きます。家具庭具の設置上限を増やしました。すごい。
いいんですか？はいこんな感じです。いきなりこんなに開けちゃっていいんですか？これはありがたいな。通常の住宅村を家具ごめんなさいちょっと言い直します。家具に関しては普通の住宅村とマイタウンともに200個ずつ40個アップしたよ。40個アップしましたよ。で庭具に関しては住宅村のみ60個から100個に増やしました。でマイタウンに関しては、前回増やした状態で200個になっているので、一旦現状では据え置きとなります。すごい。これめちゃくちゃ嬉しくないみんな。だって私あんまハウジングしない私でも家具パンパンなんだけど、これ以上置けたらもっと可愛くできるなと思う。ちょっと質素な一部分とか出てきちゃうんだけど、そう実際可愛くできる。はい。40個と。赤織先生見てる？ポリさんがまた悩み始めた。マジか。ガチ勢はね悩む嬉しい悲鳴だよね。いいね。イルーシャたくさん置ける。線路少しでもね。買った方も置けますね。はい、200体置けます。はい、次、家具庭具のまとめてレプリカできるようになります。ですね。今までレプリカ1個ずつガチャンボシュンガシャンボシュンみたいな感じで逆かな、なってたんですけど、これもうチェックボックス見えますかね。パチ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 とやりたいものを選んでポイってやるとパーンってできます。素晴らしい。まとめてレプリカ。はいですで、もう持ってるやつ全部やりたいよ、ポチポチするの面倒だよっていう方はまとめて選択っていうボタンも用意しているので、そちらを使ってください。これ素晴らしい。はい、お願いします。次、家具カタログで触るのバリエーションを確認できるようになります。こんな感じですね。今までベースのものしか見れなかったんですけど、触るの切り替えバリエーションをここでも見れるようになりました。で、この切り替えた状態のままお試し配置もできるようになってます。なるほど。はい、今までねなんか大きいって大きさ変えられるってなってもどのぐらいの大きさなのかわからなかったりしたんですけど、みたいなこと確かにこれで見れるようになるのでぜひ参考にしてください。これムカギじゃなくてダチョウだもんね。いやダチョウ以上ですよね。でかい。何の肉だよ。はい。次、マイタウンへの移動をしやすく改修しました。はい、こんな感じです。ちょっと文字多いんですけど、他の人のマイタウンへというメニューがこのリスト屋さんだったり各案内係として街にいる方の中のメニューにあるんですけど、ここの項目の中にウェルカム中のフレンドのマイタウンへという項目とウェルカム中のチームのマイタウンへという項目を追加しています。行きやすくなるよ。はい。ありがたいこれマイタウンを持っている方でかつウェルカム設定している人のリストがバッと出るようになります。便利です。はい。で、1点多分大丈夫だと思うんですけど、もし見られるの嫌だなという方がいらっしゃるようでしたら、バージョンアップの前に一度ウェルカム設定の方を見直してやめるってやっといてもらった方が安心です。はい。で、もう一つアストルティア住宅展示場へという項目も追加しています。これは1個上の項目ですね。はい、で今までアストルティア住宅展示場自体知らないって方多分いますかね。いるんじゃないかな結構。じゃあ安西さん説明していただけると。はい。運営スタッフがマイタウンを使ってこんな感じに素敵な家具とか庭具を使ってハウジングができるよっていうふうなことをやってくれてるマイタウンがあるんですけれど、そんな感じで定期的に更新していてくれてすごくセンスが良くて楽しいところなのでぜひ一度行ってみてください。なんだろう、モデルハウス。そうです。モデルルームとかね。モデルタウン。ティア銃ですね。ティア銃っていう書いてるやつです。でこれ今までだと広場のとこ見ていただいてID 検索して飛ぶとか、あと開催中イベント情報みたいなところから直接飛ぶとかちょっと行き方がやや面倒だったんですけど、これがリステ屋さんからすぐに飛べるようになりましたんで、まだ行ったことないよという方がいらっしゃったら、ぜひこれを機に行ってみてください。はい、次先ほど紹介したマイタウンのへの移動検索移動の機能を
マイタウンの扉メニューでも同様にできるようにしました。これマイタウン使ってる方は分かるかもしれないんですけど、今までだとウェルカム中のマイタウンへの機能しかなかったんですね。なのでもうじゃあまるっと全部いけるようにしましょうということで、今回リスト屋さんと同じメニューに変更しています。はい。マイタウン欲しくなっちゃいますね。そうですね。話ですね。はい。です。でちょっと早かったですね。早かった。すみません。もうちょっとありますね。はい、大丈夫です。はい、先ほど話した声裏返っちゃった。先ほど話した住宅展示場が拡張されます。今まで1区画しかなかったんですけど、今回次から最大3区画に増えます。ですね。今まで1個をずっとこう繰り返し作っては消し作っては消しみたいな形に、なってたんですけど、これからはそれが3区画分はいつでも行けるようになりますんで、お楽しみに。はい、次マイタウンの施設の人の機能を拡張しています。機能拡張？はい。はい。施設の人の名前の上限を変更しました。で、役割に応じて最大7文字まで命名できるようになります。人権あるんだよこの人たちに。はい。今まで4文字しかつけられなかったんですけど、最大なので、ここ最大って言ってるのはあくまで役割プラス2の名前の文字数で合計9文字っていう縛りがあるため、魔物管理人みたいなちょっと役割名が長い方は今まで通り4つという4つじゃなかったごめんなさい4文字までという感じになってます。逆に神父みたいな短い人は最大7まで。神父きりたんぽ鍋だね。7文字です。7文字。すごい。鍋シリーズですこのうちは。無理やり7文字に。変わった鍋。普通だな。神父大鍋だからね。あと鍋さんになってます。多分一族で経営なんだろうねこのマイタウンはね。鍋族鍋さんがね主役で。です。はい。はい、次、傘の装備ができるようになります。カスタム衣装の登録から傘装備を登録できるようになります。これ他の装備と同様、自分が入手したことのあるものをここでのリストで選べるようになりますので、傘もさせてみ。ダメなんだって名前で遊ぶとも何も入ってこないんだって情報が頭に。そうですよね。おでんの方が気になっちゃう。まあ鍋だけど、おでんか。カレー鍋ってあるんですかね。今日も聞いたことない。それはカレーではないんですか。カレー風味。あカレーだし。カレーそこがポイントではないから。これもうそれちゃうじゃん。気になっちゃって。気になっちゃう。そうだよ。はい。傘、そうです。傘を装備できるようになります。そっちだったね。はい。大事なのはそっちです。カレーの鍋ではありません。で、1点ご注意していただきたいんですけど、すでに登録済みのカスタム衣装を着てる人に傘を持たせたいよという場合は、追加でマイタウン施設コーデ券が必要になりますので、そこだけご注意ください。はい。次。タッチポーズを変更できるようになります。もう鍋じゃないけど、それのシリーズが水炊き。はい。そうですね。水炊き、すき焼き、しゃぶしゃぶ。鍋ってつかないけど。お腹空いてきちゃう。三大鍋って感じ。そうです。しゃぶしゃぶがいいな。すき焼き何の話これも。すぎですね。はい、そうです。これは施設の人のタッチポーズが変更できるようになってます。で、こちらは自分が覚えていなくても公開済みのすべてのタッチポーズから選ぶことができるようになってます。自由になんでこんな感じで可愛いポーズさせてみたりとかしてもらうと、選べるよ。はい。です。で、こちらに関してはコーデ券とか必要なくいつでも自由に変えられるので。なるほど。いろんなポーズにさせてみてください。はい。次、マイタウン権利書封書売却できるようになります。今まで売れなかったんですけど、1億ゴールドで売れるようになります。店売りができるってことね。はい、店売りできるようになります。そんな人いる？どうなんでしょう。2億ゴールドの半分です。いらないよっていう人いたら1億。まだ売るけどね。2つに当たった時とかね。バザーでね出してもらえればいいんですけどね。はい。メリツールで貯めててでも当たっちゃったり買っちゃったとか人が作り切ったら
1億で売れますよって話ですね。まあ売りたい場合はですね、マザーの価格が今まだ1億超えてるから全然いいと思うんですけど、今このタイミングでこんなことをやり始めたということは、何か事情があるという。いや、そんな深い意味はないです。はい、次いきます。釣り各種更新。釣りレベルの上限を45から50に上げます。いいね、ありがたい。いいね、やったね。カウントしちゃって。確かに。です。いつものように。レベル44以上になっていると港町レンドア南にいる釣り老師ハルモスからクエスト受注できるので、カウントしちゃってるよっていう方はぜひ行ってみてください。何釣らされるのかな。ねえ、何釣らされるでしょうね。はい、次。次じゃなかった、ごめんなさい。レベルアップごとに新しい特技を覚えます。ここにあるさらに引き寄せる力アップの特技を覚えたって書いてあるんですけど、なんかそう不思議な特技だなって思ってこれ見てます。確かに日本語がちょっとね。はい。こんな感じでレベル上がるごとに特技を覚えていきます。はい。はい。新しい魚追加になります。来たよ。お、来た。はい。じゃん。これわかるんですかね、わかる人。天然記念物。オオサンショウ。おお、すごい。あったいさんは分かって当然です。そうだけど。そこでなんかうちはね見せなくてもいいんですか。あったいさん危機として参加しちゃダメなの。俺これモデル見ただけで分かったからね。知ってるに決まってんだからそれは。本当だ。すごい今私ナイフのように刺していきました。ごめんなさい。ぐさぐさぐさ。可愛いじゃんだって。はい。結構大きいんだな。オオサンショウウオだからね。オオサンショウウオ。私は魚全然詳しくないんで。こんな生物だそうです。で、オオサンショウウオなど5種類、計5種類追加になっています。5種類も。はい、ぜひ釣りに行ってみてください。あとなんか本物のオオサンショウウオは特別天然記念物なので捕まえないでくださいとここに書かれています。はい。ダメですからね。です。なんでアストルティアの中で存分に釣っていただければと思います。でもそういう魚だらけだよね、多分ね。伊藤とかも結構ダメだよ。あ、そうなんですね。なるほど。半咲きってコメント書いた方は2ですね。何？半咲き、ぜひググってみてください。半咲き？そこ教えてくれないんですか？すごい生命力が強くて半分にしても生きてる。あ、そう。それ書かない方がよかった。書いてる。でも天然記念物だからそんないじめちゃダメだからね。なるほど。へえ。怖い。勉強になります。怖い。びっくりした。ごめんなさい。はい、次いきます。釣り老師のご褒美追加します。こんなビッグ140種類の報酬でふわふわ金魚。いつもの魚シリーズ。はい。今回は可愛い。可愛い。多少可愛い。今回はっていうとなんか他のを否定してる感じに聞こえちゃう。いやでも前回タコとかだったんで。それに比べるとやっぱ可愛いですね。はい。でこの他にもノーマル140種、キング110種の方にもアイテム報酬を追加しています。はい、次。戦歴から魚を見せる機能。これどんなのかっていうと、こんな感じで戦歴のこの収集お魚リストに登録されている魚を見せることができるようになります。はい。今までその魚袋に入ってる魚を見せるという機能だったんですけど、今回ここの戦歴から同じように見せることができるようになります。魚を持ってなくても、持ってなくても、釣ってれば大丈夫。釣ってれば大丈夫です。で、最大サイズ、中サイズ、最小サイズからサイズを選んでいただいて見せることができるようになってまして、最大最小は大自身が釣った最大最小のサイズなんですが、中サイズに関してはその間を取った中間のいい感じのサイズになります。いい感じの大と小だけだとすごい極端なものしか出せなくなってしまうので、平均的なサイズのものということでこんな機能も入れてます。いいですね。で、これにより魚見せやすくなるというのもあるので、こんな感じの魚の表示設定というものも追加しました。こちらわかりますかね。これみんなずっと欲しがってた機能ですよね。見せられる側が設定で非表示にできるようになります。
見せられているああ、魚。そういうことか。はい。これでも多分見えてなかったら何してるか分かんない。でもジンベエザメとかね、どんどんそうですねボコ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 出されてとかねね。使いとかね。イベントとかで人集まった時にみんなでーんって出すテロが多かったからあ、そっか。テロ言わない。まあでも邪魔になってましたからね。魚テロができなくなる。まあこれ見ていただくと分かる通り、左側のこれずんだんの画面ですね。よもぎ餅がドヤーって見せてるんですけど、ずんだんの側で表示しないってやるとスンってなくなるって感じ。ねえ。もうダメなんだって入ってこないんだって頭にも。名前のせいで。名前のせいで入ってこないんだって。餅一族。いろいろ設定の中の項目追加しているのでこちらから設定してください。なるほど。はい。はい。次、福引きの回収です。あ、はい。これゲーム内福引きにあらかじめ設定を追加しました。ありがた。はい。早くなる。ですね。案内係のメニューにあらかじめ設定という項目を追加しています。はい、これ便利ツールの福引きにもともとあったあらかじめ設定というものなんですけど、簡単に言うと複数、景品があってどっちか選んでくださいみたいなものを先に設定しておくことができて、はい、当たった時にそれを簡単にもらえるようになる、選ばなくてももらえるようになるような形な機能です。はい、ありがたい。はい、で1点注意点として便利ツールの福引きの方にも、同じ設定あるんですけどあらかじめ設定というものがあるんですけど、あちら側には福引きの中の景品に夢のかけらが入っているのでちょっと設定を共通化することができなかったので別々のものになってます。で便利ツールの方で設定してあったからといってアストルティア側に反映はされないのでその点だけご注意ください。逆もしかりです。十分です。はい。便利に使ってみてください。便利。はい。はい、次いきます。福引きの演出カットできるようになります。嬉しい。これみんな大喜びです。はい。どんなですね。もうこれどれくらい短くなってるかは実際動画で見てもらった方が早いと思うのでご覧ください。お願いします。うわもう玉が出てこない。これも最高最高。早い。今日一。すごい。みんなの反応すごいこれ。昇格演出もないし。いいよ。すごいよ。これだよこれ。これ選べるわけですね。設定はできるんだ。はいです。同じように案内係のところに演出の長さ設定というものを追加してあるので、簡略っていうものを選ぶと先ほどのすごい短いバージョンになります。これコメントいいですかね。どうぞ。コメントにもね100連とか1000連とか欲しいっていうのはあるんですけれど、前青山さんがお話ししたと思うんですが、実はインゲームの中で100連とかやると負荷がすごい大変なんですよね。言ってた。インゲームは無理って言ってた。難しいって言ってた。ただこれでかなり回しやすくなると思いますんで、だいぶ楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ありがたいです。これだけでもありがたい。これ3頭以上の時の演出はどうなんですか。これです。エンゼルとかなんかこう。エンゼルもなくなります。さっき下に線が出てたのが多分昇格したやつ。なるほど。もう一回映像見れます。あ、すみません。動画の方もう一回お願いします。多分3頭以内もこの中にあったらわかりやすいけど、いやエンゼルカットもねありがたい。ガシャーってやって。ほら下の一番線が入ったのがあれが多分昇格したやつ。昇格ね。昇格ですよ。だから3頭以上のエンゼルが出てくるのもなし。あの例に3頭以上入ってなかった。そう今回入ってないんですよね。でエンゼルもなくなります。なくなる。だから自分で確認するしかないってことですね。ちゃんと見ないとあーってなる。です。こういう感じです。早い。よもぎもちの運が悪いからね。はい。ちょっと一番テンション上がった。はい、次上野諸島の福行きの景品を追加します。まず1頭こちらクイーン&ナイト印象になります。去年2021年のクイーンとナイトをモチーフにした印象です。これはもうナジンファンは絶対に駆け込むでしょ。はい、非常に1頭だけここでしか出ないスタンプなので本当にレアかなとは思います。はい。
ですね。で一つ今まで仕草書フルートが入ってたんですけど今回これ印象が追加になるので1等にお好きなグッズ1つという名前に項目名が変わるのでそこだけご注意ください。ルートは残ったまま選べはい、るようになる。残ったまま選べるようになります。次2等です。2等に関してはこのシグナル系の仕草3種が追加になります。はい、こちらも今までのものに追加の形で追加されます。どう動くんだろう。かわいい。もうプクリポあざとい。はい。ずるい。ですならではの。はい。じゃあ次行きます。次写真機の日付表示機能を追加しました。まあこんな感じの一番下に日付表示設定というものがありまして。これ白文字黒文字でもう一つフィルム風というこの3パターンご用意しています。でぽいぽい懐かしい懐かしいあったよね懐かしい。はい。で、背景に合わせたりとか雰囲気に合わせて使い分けていただいたりとかフィルターやフレーム等の併用もできるので、こちらもなんか記念写真とかを撮る際にぜひ入れてもらえればと思います。もうだって竹岡さんとかこっちのフィルムが一番ドンピシャ世代でドンピシャドンピシャなねるんですみたいなやつですわかります。そうそうそう。今でいうエモいってやつですね。これエモいんですか？エモい。これがエモい。これエモいんですか？エモいエモい。昔のカメラだって電池交換すると日付が0000戻るからもう一回やり直さないと。そう取ると入ってなかったりとかして設定し直さない。インスタントのねカチャってやってガリ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 ってやってね。イベントとかねの撮影とかもね日付とか入ってるからね。お正月1月1日とかね季節イベントとかもはい感じです。はいはいじゃあ次いきます。妖精の姿見のドルボード相乗り表示対応というものを行いました。いいね。こんな見えますかね。今この降りるの項目のところにもう3ボタン同乗者設定というのがあるんですけどそれを押してもらうとこんな右側に出てるようなメニューが表示されて同乗者の設定ができるようになります。相乗り状態が見えるようになりますという感じですね。これ嬉しい。なんかこの相乗りそれぞれ乗った種族の性別ごとの格好がめちゃくちゃ凝ってて可愛くて私このドルボード買ったんですけど全種族の全性別の全場所見たくてみんなに「入れ替え次入れ替え」って全種類乗ってもらって見た。主に大使たちにやらせてポーズがね微妙に違ったり動きがねムーブが本当可愛くてそれ見れるの嬉しい普通に。はいこんな感じで設定して載せることができるようになります。そうですね種族性別ごとの相乗り状態が確認できるようになります。これ今画像だとウェディ女の子からオが男に変えるとこんなんだよみたいな。オがちゃんと手を前に出してとかね、はい、反映してますね。可愛い。いろいろあると思うので見てください。マネキンなかなかシュールでいいですよね。本当だ。これもねモデルどうしようけど散々話してね、人間だったら X 君でいいのかとかどうするっていうのでさすがにね髪の毛濡れるとか髪型とか決めらんないじゃないですか。でマネキンにしましたね。これリアルに合わせてちょっと狂気を感じるけど。これね4人とか乗ってるとね。怖い。これ聖騎士のヘルムかぶってるのは本人。あ、そうです。これは本人の姿見の姿です。ドワーフだけこう表示されるのかな。そんな特殊感はないでしょ。はい。という感じです。はい、次いきます。コンテンツガイドの開始を行いました。で、並び替えの項目に開催順というものを追加しています。これ並び替え開催順にしてもらうと開催中のものが上の方に上がってくるようになります。でさらに開催中の期間限定イベントが、中身見てない場合今ここに出ているように文字色が黄色で表示されるようになります。はい、でさらに未確認の開催中の期間限定コンテンツがある場合画面内にアイコンを表示するようにしました。めちゃくちゃいいじゃん。手紙のところのアイコンの位置に見えますかね、びっくりマーク。
あれが表示されるようになります。でなるほど手紙が出てる時は交互に表示される、チカチカする感じになりますので、なんかもう消したいなっていう方はさっきのこの黄色のものを全部なくして全部一度見てくださいと言ってます。通常の期間限定イベントだと、広場とかでも告知も結構されますし、長い期間やってるので分かりやすい方だとは思うんですけど、フェスタとか邪神とかみたいに、もう短い期間でいつやってるか分かりづらいようなものが、これログインした状態になんかついてるってなったら、そっち見てもらうとフェスタやってるなみたいなのが確認しやすくなると思いますんで、インフェルノが気づかないのよね。ですよね。天国はツールとかだとびっくりとか出てくれるけど、インフェルノ結構見逃しちゃうから嬉しい。はい感じです。なんでちょっとうるさいな、画面の中にアイコン出てるんでうるさいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな感じでもうぜひ行ってほしいですという気持ちを込めて画面に表示することにしたんでお願いします。ありがとうございます。最初赤だったんだけどちょっと目立ちすぎちゃうんで、微妙に目立ってうるさくないところのこの黄色感察して、あんまり同意得られてない感じですね。いや黄色でいい気がする。はい、素晴らしい。本当参加してください。はい。はい、次よく使うセリフの設定メニューを回収しました。これごめんなさい、回収ってほどじゃないんですね。これわかりますかね、違い。今までタイプが仕草の上、テキスト設定ウィンドウの下にあったんですよ。で、今までその文字を設定して仕草を設定してだけだったらよかったんですけど、最近スタンプとかなんかコマンドみたいなのもその他のものを入れられるようになったがゆえに、なんか一回下に下ろしてタイプでコマンドやってなんか上でもう一回戻ってコマンドやるみたいな、ちょっと逆になっちゃってたんですね、順番が。でそれを入れ替えただけです。でも最初スタンプどういう風に設定するのか分かんなかったよね。はい、そうです。最初からこうだったらだいぶ楽だったなって感じ。なんでまずスタンプ設定したい場合はスタンプって選んでいただくと、下そのまま降りてスタンプ選べるようになりますし、テキスト入れたい場合はセリフを入れたい場合はそのまま下に行けばテキスト入れられるようになっているのでみたいな。これは間違いなく上になってると思うんでやってもらえればいいかなと思います。直感的にもできるように。はい、できるようになります。はい。はい、次。職人の一部装備品の必要素材調整しています。これいつも対応させていただいているやつで、今回はレベル90の装備アイテムに必要な素材を変更して原価の方を下げています。ありがたい。ありがたい。はい、いつも一覧出してるんですけど、今回は割愛させていただいて、広場の方でご確認いただければと思います。お願いします。はい、次。ロスターの経験値をまとめて受け取れるようにとなってますが、これわかりますかね。わかります。わかりますか。ハウスの。はい。今まではロスターってコイン倒しに行って戻ってきて報酬もう一回コイン倒しに行こうかなって思うと報酬もらえよって言われて、あーって言って転職しに行って。もらってまた転職して次のお題みたいになってたんですけど、これをもらわずにもらわずに次行けるようになりました。はい、で話しかけると今まで通り報酬あるけどもらうって聞かれるので、もらいたくない場合はいいえって答えていただければ続けてじゃあ何のお題を受けるって言ってもらえるようになるので。自分のお好きなタイミングで受け取るようにしてください。いいね。モコモコハウスのモンスターたちもだんだん調教されていくね。融通が効くようになってきて、臨機応変に。ただこれ一つ注意点があって、次のバージョンになった時まで覚えててくれるんですよ。ただ次の次になったら忘れちゃうからずっと貯めとけないよ。ああ、なるほどね。まあそれはね、確かに。だからなんだろう、3個全部終わったらもらっといてね。はいです。あと今受け取り後にできるよって言ったんですけど、お題が更新されるタイミングに関してだけは前のやつもらってからじゃないと次のお題受けさせてもらえないので、そこはご注意ください。はい。はい。やっと一段落。水飲もうか。ちょっと休憩しましょう。ね。ロスター。水の大事さを。ね。なんかここからちょっと趣旨が変わるんですよね。はい。地味あり提案広場あり、その他の変更内容ってもうダダダダっといきます。あ、なんだこれ。はい。まず
運命のカードを捨てる際、今まで貴重なもののごめんなさい、期限切れの運命のカードを捨てる際、大事なものだけど捨てていいかいって言われてたのを聞かれないようにしました。期限切れだからね。はい、期限切れもう貴重じゃないんでね。です。期限切れてないものは今まで通り貴重なものとしています。はい、次いきます。パーティーを抜けたり解散したりした場合に待機中のサポート仲間を参加させるかどうかを聞くようにしました。これもどこかで前回どこかなんかの時に話したかもしれないですけど、こんな機能入ります。これで一人で強ボス行くこともなくなるんじゃないかと思います。はい。次、マッチングの時間切れ等でサポート仲間が入ってくる場合に、加入する装備に応じて特定の武器を装備したサポート仲間が加わるようにこちらで決めることにしました。まあここドラキーが言ってる通り、例えば僧侶の場合はスティックを装備したサポート仲間のみが加入するようになります。なるほど。助かるね。何かと言いませんけど、僧侶のコンとかそういう人たちがやり僧侶やりとかが来なくなります。で、コンソールはいいんですよ。でちょっとそういいですね。好きな人もいるけど、そういうのが好きな方もいるし、なんかもう俺はコンが良かったよっていう方もいるかもしれないんですけど、もう今回は我々の方でこれがいいんじゃないかというおすすめを入れさせてもらったので、まあ安西さんみたいにね、なんでスティックなんだよみたいなことがあるかもしれませんが、そこはちょっとご了承ください。安定感を求めて。仕方ない。仕方ない。すいません。はい。次。パニガルムのマッチングの時に、今4人バトルのマッチングでメンバー揃わなかった時にもう何も言わずパーンって飛んでたんですけど、これを、まあ、もう一度探すかこんなまま行くか行くのをやめるか選べるようになります。はい、他のとこではね結構こういう対応されてるんですけど、ちょっとここだけされてなかったので、対応しました。これも提案広場で指摘いただいて、じゃあやりましょうってなったものですね。素晴らしい。ありがたい。はい、次、スタンプの絞り込み機能を追加しました。スタンプの数も増えてきたので、なんかどのスタンプどこにあるんだっけみたいなのが分かりにくくなったりもしているので、まあ、絞り込みで探しやすくなるといいなということで入れています。はい。いいね。ほい。次、美容院姿見等の髪型のリストの回収を行いました。はい。わかりますかね、見て。今まで1色2色って1項目っていうか、まあ、1色の後ろにバーって2色のものが並ぶみたいな形になってたんですけど、これ1色2色をタブで切り替えられるようになりました。はい、同じ位置にタブ切り替えで同じ髪型の1色2色が比較で見えやすくなるかと思います。ありがたい。で、ちょっと注意点としては、もともと1色しかないものとか、髪の色スキンヘッドみたいな髪色設定できないものに関しては、1色2色両方に入っていて、どっちを選んでも1色だったり髪色設定できなかったりみたいな形になっているので、そこだけご注意ください。ともう1点下のコメにあるんですけど、これにより髪型のタイプの番号や並び順が一部変更になっているものがあります。でこちらも今まで38番だったのにみたいなところがちょっと変わったりすることがあるかもしれないのでご注意ください。はい。次、装備変更、これマイコーデ編集の時の装備変更や表示設定などでコーデ編集時にコーデの名前入力画面に移動しないように変更しました。これちょっと変えるたびに名前も変えろっていうか、これでいいですかみたいな出てましたねって言われてるんですけど、名前は変えなくていいなってことで根強くいただいてました。はい、こちらも提案で結構いただいてたものです。ありがたい。名前変えたい場合は名前変更から変えてください。めちゃくちゃ賛同されてる。そうだね。本当に。はい、次、ドレア済みの装備、倉庫と着せ替えドールのドレア済みの装備の文字色を黄色で表示するようにしています。これここだけちょっと対応されてなかったので今回対応しました。はい。次、よく使うセリフにコマンドを追加しています。以下ここに書かれているハウジング、キャラクターの設定、コミュニケーションの設定、ゲームプレイの設定の4項目が新たに登録可能になります。ハウジングやりたい人はね、B ボタン長押しで選択できるようになるんで、すごい便利じゃないかなと思います。めっちゃ便利。ハウジングはハウジングのエリア、住宅村とかマイタウンの中にいるときにだけ出るメニューですね。はい。
です。残りは作戦以下のいろいろ設定のコマンドになります。はい、次。はい。まとめて使うアイテム、使える、違った、ごめんなさい。まとめて使う時のテキストを短縮していますっていう、ちょっとこれ説明しづらいんで、具体で言うとおみくじボックスみたいないっぱいいっぺんに開けて、いっぱいアイテムもらえるよみたいなものあると思うんですけど、これらまとめて開けた時、今まではおみくじボックスを開けた、福引券を手に入れた、おみくじの場合結果も出てたみたいな感じだったんですけど、これがおみくじボックスをまとめて何個開けた、であとは福引手に入れた、福引手に入れた、福引手に入れたみたいな感じで、まとめてテキストだけもらったテキストだけが表示されるようになっています。めっちゃいい。なんでちょっと短くなります。いやいや、全然ありがたい。はい。サファイア花とかね。はい、そうですね。使うといい花とかね、まとめて開けるとき便利だな。そうですね。使うとアイテムが出るようなタイプのアイテムのみこちら対応されてます。はい、次、旅の扉追加になりました。どこだかわかりますかね。わかりますよね。真のグランデドーラ城の2階です。ついに。やっと来た。この間散々言われてたから。うろうろしてたもんな。ね、これルシェンダ様のところね行きやすくなるから、もうルシェンダ外に出せって言われて。降りなきゃいけないのか。グランデドーラの入り口に置けって言われてたから。はい。ここだけじゃなくて、すでにある旅の扉の飛び先にも行き先を追加していたりするところもたくさんあります。はい、詳細はこちらもアップデート情報でご確認いただければと思います。しかもここに来れるし、ここから戻れるからね。いや、最高です。テラス行けるのでかい。本当に。です。はい、次、もこもこハウスに酒場スタッフ。あら。来ました。もこもこでもなくなっちゃったじゃん。確かに。ね、もうこの人もこもこしてない。です。酒場スタッフだけいなかったんですよね、ここ。やだ。下半身が若干モコモコしてるんじゃない。やだよ、街の端っこにこんなのいて。本社の中でモコモコの人を選んだんです。すごいシュールな進行ね。星熊だよだって。確かに、なんでモコモコじゃないんでしょうね。なんで？モコモコ使い切っちゃったのかな。いや、そんなことないね。色違いとかもありそう。全部沿った感じがする。これあれじゃないですか。次のバージョンアップでモコモコのキャラに変わる。触ったらモコモコしてんのかもしれない。ね、見た目とは違ってね。かなりいい感じのモコモコ加減が。でも体の色といいさ、こうなんかドランクって感じじゃないですか。そうですね。どういうこと？いや、わからない。だから次のバージョンは着ぐるみを着るかもしれない。ドランクってこと？はいです。これ酒場スタッフ、ここでサポート仲間雇うことができるようになるので、このサポじゃちょっと攻略難しいなっていう場合はこちらのドランクさんから入れ替えていただければと思います。ありがたい。便利。機能はありがたいんだけどね。モコモコ具合がね。そうそう。はい、次アクセの合成時、この装備品選択のところですね。合成エナジーをメニュー内に表示するようにしました。目安として使っていただければと思います。いい地味ばっかなんだけど今回。素晴らしい。紙地味ばっか。はい、次。壁掛けステンドグラス2種類の光なしバージョンとスワンボートベンチの水辺なしのバージョンを、触るで切り替えるバージョンですねを追加しました。これもなんか広場でいただいてたんですかね。なんかステンドグラスとか結構光ありなしあるんですけど、これはなかったみたいで光なしができるようになります。丸じゃないでしょ、丸じゃ。はい。水辺なしっていうのはこの下の水色の水のところのやつが消せるようになります。あそこだ。丸じゃないんです。はい。次、仲間モンスターのゴーレムを変更しました。でかいよね、確かに。これ多分すごい今回福引きに次いでいい変更だと思うんですけど。質量がすごすぎる。そう、これゴーレム
ムこうやって並べるとめっちゃでかいですよね。そりゃみんな連れて歩きたくないね。ゴーレムだからね仕方ないです。まあね、でかくてもいいそうなんあいつのせいでいろいろ見えないってなる。そうなんですよね。なんかバトルロードの同盟バトルの時とかもね、ゴーレム来られたりするとちょっとっていう気持ちになっちゃったりするところが、これでもうちょっと安心です。安心です。今までよりはすごいちっちゃくなってますけど、他の仲間モンスターの中ではまだまあ大きい方ではあるのはあるので、アイデンティティ自体はまだ保たれてるんじゃないかなと思います。あ、これができるんだったら他のモンスターもいけるってことになって、みんなすごいリクエストが来てますよ。ああ、グレートドラゴンね。そう、グレートドラゴンじゃあいけるんじゃないですかみでかいからね。ね、シーザー。グレートドラゴン仲間モンスターで追加してほしいってことですよね。そう、コメント圧倒的に多い。小さくしてってことです。なるほど。キングスライムとかね。大きいから無理っていう言い訳ができなくなってきた。これをやっちゃうと。なるほど。仲間モンスター大変なんですよね。なるほど。その考えはなかった。ね、できちゃうよね。ギガンテス系とかね。確かに。はい、検討します。要望いっぱい来てますね。いろんなもの。本当ですね。はい、じゃあ次いきます。はい、アストルティア放送局自宅テレビ。自宅テレビ？なんだって？こんな感じです。家やん本当に。家よ。もう集合しなくてもいい。ね、もう仲間たちだけでこう。家でいいんだ。そうです。仲間内で。仲間内やだな。見れる。でもだからちょっと高いとかでさ、うちテレビあるから。あ、そうです。ナンパに使えますね。そうですね。なかなかちゃんとしたテレビですね。ね、しっかりしてますよこれ。昭和な感じになってきます。確かに。はい。これマイホームでのんびり見られるようになるテレビ家具になります。まあね、皆さん今おっしゃってましたけど、少人数で集まってこうひっそり視聴したいとか一人で見たいとかいう方はこちらお家に置いていただいて、ここで視聴していただければと思います。で、まあ今まで通りワイワイ見たいねっていう方はドラポヨモニターの方から視聴してもらうっていう形で使い分けて、気分に応じて使い分けていただければいいかなと思います。なんかいいね。なんかすごい文明開化。文明開化。なんかね、電気屋さんでみんなで見なくていいみたいな。このテレビは壁掛けとか台の上に置くとか。これ台とか普通に床置き。床置き。床置き。そうそう。普通に置ける家具って言ったんですか。はつるしじゃないと。そうか。でこちらの家具なんですけど、バージョン 6.1 ありがとうプレゼントにて、皆さんにプレゼント予定になってます。おお、プレゼント。プレゼント。嬉しい。嬉しい。はい。結構高いね。お疲れ様。お疲れ様。ちょっとお水も飲みつつね。反映されないかも。あ、されたかな。はい。私の役目はここまでです。やった。皆さんありがとうございます。ちょっとリアルタイムにコメントできなかったやつで、いい情報もたっぷり。というかね、細かい紙アップデが多すぎて。あれこれなんか終わっちゃったみたいな感じなんですけど。まだね。まだまだありますよ。まだあるんです。続き。ちょっと2つほど言いたくて、純米タウンミニタウンっていうコメントがありましたけど、それはまた今回はなし。情報に関してはないです。バージョン6前半中にリリースしますので、もう少しだけ楽しみに待っててくださいね。はい。あとアブさんその B ボタン長押しって言いましたけど、PS だと×ボタン、キャンセルボタン長押しですね。公平に言っとかないと怒られちゃうんで。なるほど。プラットフォームによってはちょっとねボタンが違うかもしれない。よく使うセリフですね。はい。そうですね。はい。はい、ということで以上。必殺技も待っててね。ああ、そうだ。はい。そうだった。はい。ましたけど。ありがとうございます。まだ続き続きあと青山からいきます。はい。お願いします。スライドの表示小沢さん PC そうですね。お願いします。はい、D 級店ショップのセット販売の仕様変更についてお話しします。次お願いします。はい、これまでよりお得に購入できるようになるのでちょっと説明しますね。次お願いします。今までは購入済みの商品があってもフリーパスで2つ買っても意味ない状態になってても全部セット商品の値段一緒だったんですけども、次お願いします。
お支払いが不要になります。もうちょっと具体的に説明しますね。なんと優しい。こっちですか？そうですね。はい。優しい。単品で買うと1525円のもの、例えばですねこのセット、ウールコートスカートセットなんですけども、これがセットだと、1525円のところが1324円、だいたい 13.2% ぐらいオフになってたんですけども、はい、これが、ただですねその中で1個例えばパッと持ってた場合でも同じ値段だったんですけども、6.1 からちょっと細かい計算式書いてありますけども、言ってみれば1059円になりますよという、頭以外をちゃんと揃えてください。そうですね、頭以外の値段だけでなるようになりますというところです。やっぱりコメントでもあるけど、多分福袋系がすごと買いやすく、そうなんですよね。はい。ぜひこれで買ってほしいとは思うんですけど、細かい小設定以下のところは四捨五入しているので、そう良心的になりましたが、ぶっちゃけ最初からやっとけよって話もあるんですけれども、これ経緯がちょっと言い訳させてもらうとですね、最初フリーパスなかったんですよ。なかった。だからごめんなさい、装備品って2個買う意味があったんですね。でそれがフリーパスを入れて装備品複数買う意味がなくなったんだけど、セット商品がやっと今追いつきましたってところですね。はいはい、これで便利に買ってください。はい、ありがたい。じゃあ次を。これって福袋もです。はい、全部。ただそうだ持ってるじゃなくてフリーパスになってるというか、2個買っても意味ない状態で購入してるっていうのがまず条件なのと、あとお分かりだと思いますけどクローバーバッグアイテムみたいに複数買うことに意味があるやつは適用しませんので、そこはご了承ください。はい。じゃあ次お願いします。便利ツールの変更内容も私からお話しします。まずですね、邪神の救援をクリアできるようになりました。天国以外ですね、1から4、5区です。はい。で6.1でバージョン 6.1 以降に一度以上クリアしてくださいという条件になりますけれども、これはなります。あとができるようになります。でこちらでクリアした分正式に言ってるんでしたけど、天国ってその邪神の宮殿クリアした分で悪とかが決まるんですけれども、それがこちらも反映されることに、こちらでクリアした分も反映されることになっています。はい。じゃあ次お願いします。ですね、畑で自分がよく植える種などをお気に入りに追加できるようになりました。これ自分が持っている種で植えてる人は問題ないんですけれども、毎回便利ツールで購入して植えてる方に関しては、その購入する種が決まっているケースも結構あると思うので、お気に入り登録することで簡単に買って植えることができます。はい、これ便利ですね。はい、次お願いします。でこちらインゲームと同じですね。妖精のお出かけ姿見でドルボールの相取り状態が見られる機能を追加しました。これはインゲームと一緒です。はい、じゃあ次お願いします。でこちらもインゲームの説明とかの延長というか、世界中の葉とかのワルボルーレットから、抜いたかな、1を削除したのかな、調整をしました。小さなメダルと世界中の葉を削って夢のかけらを増やしています。はい、そうですね。でワルボールごめんなさい。でワルボーの方もですね。ワルボーの方も同じように小さなメダルを減らして、これは削ったのかな。で金塊を増やしています。でその他にインゲームでもゲーム内でもあった黄昏の当選機であるとか両方にある機能に関しても同じように便利ツール側も調整というかしています。はい、次お願いします。でこちらですね、機種変更時などに各種設定項目を引き継げるような機能を追加したんですよ。ちょっと分かりづらいんですけれども、便利ツールって大体サーバー側に情報があるんですけれども、端末側に持ってるホーム画面のレイアウトとかアイコンのレイアウトとかは実は端末に持ってるんですね。でそれを一回サーバーに保存して別の機種で始めるときにそれを読み込んで始められるということで、一部引き継がない項目ありますけれども、端末側で持ってる情報を取り込んでできるので割と簡単始めやすくはなるかなとは思
思います。買い替えるたんびに面倒くさかったんですよね、これね。そうなんですよ。ただまあそんなに機会もないんでなかなかね、ありがたい。はいですね。はい。以上かな。はい、便利ツールは以上になります。はい、ここから安西さんにバトンです。はい。そうですね、最新情報コーナー、多分これが最後になると思うんですが、バージョン 6.1 期間中のイベントについてお話しします。どうぞ。はい、まず新作春イベントあります。台風さん、なんでしょうね、台風さんか困ってるみたいです。ぜひ助けに行ってあげてください。次お願いします。バトルロード協力チャレンジバトルやります。みんな大好きバトルロード。まあ今回いろいろね回収入ったし。ぜひ準備して待っててね。ゴーレムも参加しやすくなります。ぜひゴーレムで行ってください。はい、次いきます。竜王城の決戦再演あります。はい、まあ多分ねドラクエの日の近くにやるんじゃないかなと思っててくださいね。はい、次お願いします。大富豪決定戦。第3回大富豪ですね。これはトランプの紹介は今回ないんだっけ？はい、なさそうです。はい、それはもうちょっと近くなったらこのトランプです。なんとかはいですっていうのを発表しますので、それまでちょっと待っててくださいね。はい、次いきます。よろずやロココちゃん。これは春の次だからウェディングか、ジューンブライドだね。はい。の家具とかを売ってくれるロココちゃんが来ます。はい、次お願いします。お待たせしました。隠れスライムフェスティバル。やったー。何年ぶりとかですよね。そうだね。ちょっと久しぶりですね。まあ今回新マップになりますし、今回新しい試みがちょっとありますんで、まあこれもねちょっとしばらく先になりますんで、まあ近くなったら今回こういうことやるよっていうふうなお話をしますんで楽しみにしていてください。グレンで。またグレン？グレンじゃない、ほらこの子は各町にいるじゃん、ホストの子はね。はい、どこでやるかお楽しみ。はい、続いてバトルグランプリやります。今回の次の6.1 のバトルグランプリは4対4になります。今回バトルグランプリ6対6をやってすごくたくさんの方に参加していただいたんですよね。なんかめっちゃ盛り上がってましたよね。めっちゃ盛り上がってました。はい。ただ6人になってバランスどうなったんだろうとか、あといろいろ6人になったことによってこうしたいとかこうしてみたいな要望とかもありますんで、まあ、そういうのを見て、どうしようかっていうのを一旦ちょっと検討させてください。6.1 に関しては、4対4でやります。で、まあ、いろいろとその占い師とかバトマスも修正入りましたし、なんといってもコロシアムでも今回防御が入りますんで、それによってまたバランスがだいぶ変わるんじゃないかなというふうに思います。6人好評でした。好評ですね。コメントを見ると。そうそう、なんか普段あんまりコロシアムやらない人も66ならちょっと自分の責任がちょっと軽くなる感じがあって。楽しいみたいな人結構増えてますよね。6.2 をどうするかは相談してきてます。6.1 は44でやります。はい。次お願いします。最後です。こんな感じになります。はい。あとですね、ここには書いていないんですけれど、まあ一つ、シークレットなイベントとかもありますので、はい、バージョン 6.1 期間中もイベント盛りだくさん楽しみになってください。一つじゃないんじゃないかな。まあまあいいや、一つではないような気がするけど。一つではない。何？それもね、やる時が近くなったらお話ししますんで、まだまだイベントたくさんあるよって感じです。楽しみですね、これは。クレスライブはね、楽しかったね。はい、そうです。あとさっきコメントありましたけど、今年10周年なんですよね。で、この期間、8月2日が10周年なんで、そうです。ちょっとこの間ですね、次の10周年の準備に向けて、もしかしたらちょっと長く時間いただくかもしれません。まあ皆さんご存知の通り、8月2日がドラゴンクエスト10 10周年ですし、ここで8月が書いてないということはおそらく次のバージョンはそこまでに来るんじゃないかなと思っておいていただきたいんですけれど、まあ、そこに向けて今ちょっといろんな準備をしておりますので、ちょっとだけお待たせするかもしれません。その分楽しみにしていてくださいね。はい。はい。はい、以上バージョン 6.1 情報コーナーになります。太田さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐ来るよ。
はい、もう盛りだくさんすぎてね、はい、時間も押し押しでございます。そうですね。すいません。いえいえ、しょうがないですよ。ね、これが最後のコーナーと思いきや、もう一個コーナーがある。大変でございます。まだまだいきますよ。はい、まだまだ参りますよ。今日最後のコーナーはこちらです。提案広場に生アンサー。まだまだこういう時間が。てっぺん超えてしまったんですけ超どえましたね。はい、こちらですね、提案広場に皆さんからいただいた提案に開発時の皆さんが生で答えていこうというコーナーでございます。では青山さんお願いします。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。大丈夫です。いける？じゃあスライドはいパソコンのお願いします。はい、提案広場に生アンサーです。お願いします。はい、提案広場にいただいた提案をですね、こちらの考えや思いを伝えるコーナーです。で、もちろん、現時点での考えや思いでお話しするので、実現するしないを確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。で、文字数の都合とかですね、元の提案からようやく抜粋させていただくケースが多いですので、こちらもご了承ください。では早速次行きましょうか。はい、じゃあ提案、まず最初の提案ですね。提案広場への回答は提案広場でしてほしい。DQ10TV ではなく提案広場でしてほしいです。で、超 DQ10TV で回答するんであれば提案広場にも残してほしいですと。要はですね、こちらからお願いとして検索して同じ提案しないでよって言ってるんだけど、現状それが検索できないって状況になっているってことで、こちらについては検索に関してちょっと考えなきゃいけないなと思っているんですけど、ちょっと今すごいいい方法が浮かんでるわけじゃないんで、ちょっと今検討中なんですけれども、これは分かるんですけれども、提案広場への回答で文字で回答できるものは今後もしたいと思ってるんですけれども、DQ10TV でしてるのはやはりこう例えば できないって言ってもいろんなできないがあったりとかして、言葉とかニュアンスでごと伝えないとなかなか伝わりづらいかなと思っていてですね、文字でできませんって書くとだいぶ冷たくなっちゃう感じがありますので、なんでっていうところも含めてニュアンスも含めてお話しできるようになってると思うので、今後も超 DQ10TV で回答っていうのはできるだけしていきたいなと思ってるんですけれども、検索に関しては確かにそうだなと思うので、ここはちょっと検討しなきゃなと思っています。ここでね、言葉で返したものを何らかの形で検索できる、そうですね、いいかもしれないですね。結局文字にするとそれはそれでまた意味変わっちゃうので、どうしようかなってところなんですけれども、はい、まずはこれは以上ですかね。はい、次お願いします。じゃあここはもう安西さん、ここからは安西さん。はい、次いきます。アストルティアクイーン総選挙のファルパパ新推薦枠を配信してほしいです。せっかく大予選会で推しキャラに投票しても本選に出場できるのが2枠では興ざめしてしまいます。神だぞ。今の形になっているのは2020年からなんですけれど、今、本戦上位3名が次に出場できるよということで、大会出場が8名で、残り5枠を、推薦と、予選出場に枠に振り分けているんですね。で、実際に表にしてきました。こんな感じです。ちょっとこれネタバレ含みなんですけれど、まずクイーン総選挙の方で2021年の時はシードが4人、予選が2人、推薦が2人という形でした。で今年、シードが上位3人、予選が2人、推薦枠が3名でした。で、これ、ナイト総選挙の方、がまず2021年が、上位4人、予選3人、推薦が1人でした。今年明日からやるやつね、これ、上位3名と予選が3名、それから、ファルパパシン推薦が2名です。で、そうだな、この5人をどう割り振るかっていう感じなんですけれど、5.0 とか 6.0 の時って新キャラがたくさん出るんですよ。なので、どうしてもその推薦したい人、運営的にこの人ぜひ出してあげたいねっていう人が多いので、そういった時は、こちらの2022年のクイーン総選挙みたいにファルパパシンの推薦が3人になることがあります。ただ、来年23年に、多分おそらくこれが 6.4 ぐらいじゃないかな時に行う、クイーン総選挙に関しては推薦は1人か2人にしようと思っています。推薦枠減らします。
なので、予選から出る人が予選の上位3人、場合によっては4人になるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで1年おきに推薦の人数と予選の人数って変わっていくと思いますので、こちらはご了承くださいという感じですね。で、シードの人数が多すぎるって意見もあるんですよ。ただですね、今年もそうですけれど、ぶっちゃけその上位で漏れてきた人って予選で上がってくるんですよ。どうせ上がってくるんだ。結果として変わんないです。どうせ上がってくる。例えばですけれど、今年の本戦3位が、セラフィーで、上位2名までにしますって言ってもセラフィー多分上がってきます。確かにそこはほとんど変わんないなっていう感じなので、そんな感じでやっていきたいなというふうに思っています。なので、今年の2022年度に関してはやや、偶数年に関して言うと推薦やや多め、ただ奇数年度に関しては、推薦やや少なめという形でやっていきたいなというふうに思っています。いやこれね、毎回殿堂入りシステムの話は出るんだけどそうすると新規さんが投票できなくてかわいそうってなって毎年その話が毎年出てくるのよね。そうなんですよね。皆さんの愛もあるから難しいところですかね。またそのね、今まで出ていなかった人がどっかのお話で絡んできたりっていうことはドラクエ10往々にしてあるので、それによってまた優勝したりということもあるので、なかなかね殿堂入りはやりたくないなというふうに考えています。はい。あとそうですね、推薦枠に関しても、バレリア様みたいにね、エステラとかもそうだったんですけど、入った時にすぐポーンって優勝しちゃう場合もありますし、なかなか、あともう一つ言うと、このクイーン総選挙とナイト総選挙って作るのすごい大変なんですよ。何の季節イベントよりも全然大変でして、そのセリフの数もものすごくあるし、衣装も作らなくちゃなくて、あと全キャラクター分の像も作ってるんですね。でこれ普通に作ってると間に合わないんで、実はもう作り始めてるんですね。はい。それぐらい準備が必要だと。はい、もう今来年のその像の話をしていて、で予選って誰が上がってくるか我々にも分からないじゃないですか。だから正直言って予選の人数は3人か4人が限界ですね。正直予選の人数が4人いると開発的には本当にギリギリ、なんとかギリ先にその上位の人とか推薦の人のキャラクターの像とかを作り始めていくんですよ。で最後に予選の分を作るというような感じなんですけれど、はい、それで予選早いんですよね。1年近く前にやってっていうような感じで、なので、こんな感じで推薦枠と予選を5人これを振り分けてやるというふうな形はご了承ください。できるだけね推薦枠は絞っていこうと思いますので、偶数年度とかは特に多くなるよと思っていただければ良いかと思います。皆さんのねキャラ愛も分かるしね、こうしたいああしたいもっと出してほしいって気持ちは分かるけど、できる範囲とね、気持ちの折り合うところでね、みんなで楽しもうっていうねイベントですからね。ですかね。はい。じゃあ次行きたいと思います。ルーラーストーンに元の世界に戻るコマンドを追加してほしいです。ピルルと行く世界、魔界、転生境から簡単に戻れるようにしてほしいです。これね。それぞれに割り当てられてますからね。これは同意でしょう。確かにたまにこれ間違えるんですよね。やっちゃうね。確かにこれは欲しいね。で、これどうしようかみたいな話はして、今こういうふうにしたらどうだろうかねみたいな話してるのは、ルーラーストーンの中に元の世界に戻るコマンド、そのままですね。これそのままやろうかなみたいな話はしています。はい。なので、魔界にいる状態で、元の世界に戻るを選択してもらうとエテーネ村に戻るし、転生境にいるとレンダーに戻るしみたいな感じでやりたいなというふうには思っています。そうですね。で一部直接ね戻らないで魔界から転生境に行きたいよみたいな意見もその時にもあったんですけれど、実は今のイベントが戻ってきたら発生するイベントとかっていうのがあるんですよ。はい。
バージョン4とかでよくあるんですけれど、過去の世界にいて戻ってきたらイベントが始まるみたいなのがあるので、それはなんていうかできないんですね。もともとそのイベントを作る時に元の世界に戻る時は必ずここに戻るっていう前提で作ってるんで、ちょっと難しいよっていう感じなんですが、提案にいただいたように元の世界に戻るコマンドであれば実現できそうなので、これからちょっと実現の方向に向けて検討していきたいなと思っています。はい。ルシェンダンケン、なるほど。そうやってはそうかもしれない。はい。はい。続きまして、空を飛んでるモンスターと自分が意図して戦えるようにしてほしいです。本当これは思う。図鑑埋めとかね。これね。モンスターの周辺でジャンプしたりとか移動してもなかなか気づいてもらえなくて戦いたい時に戦えないです。これね。そうな、それなって感じだけど。どうしたらいいんだろうね。なんか石投げるとかあればいいんだけど。多いって。石投げる。石つぶてってなんかコマンドあったっけ？石つぶてありますよ。もう使っちゃってるよね、それはね。まあそうですね。格闘スキルの中。格闘スキルにあるんだよな。樽投げるのがいいんじゃないですかね。樽投げるあるやん。海賊限定の。11でPS 版だったらボウガンとかね。そうね、なんかそういう装備品だったりとか、なんか消耗品に。ニッチですね。口笛はね、遊び人で使っちゃってますからね。そうなんだよね。なんかアイテム、消耗品のアイテムを持ってると空のいるモンスターに向かって投げられるよみたいなのがあってもいいのかな。肉ですかね。肉ね。違うの来ちゃいますよ。モンスターズとかだとね、ちょいちょいそういう、あと匂い袋とかウォークとかではあったりとか。まあでもそうね、確かに香水みたいのつけてると酔いやすく。共通でもいいかもしれないですけどね。魔物の餌霜降り肉とか、ちょっとね、あんまりその自動で枯れるみたいな風になっちゃいすぎるのも、そうなんですよ。いろいろ問題が出てきちゃったりもするので、そうです。匂いつけとくとね、どんどんバトルできますとかもちょっと難しいんですよね。確かに。そうね。変にそのモンスターが美味しかったりするとね、またそれを利用されちゃったりとかっていうこともあるので、地上のモンスターも寄ってきそう。どっちかっていうと自発的になんかアクションしたらやってくるっていう風な方がいいかなって感じなんですが、ついてくんみたいに仕草こっちおいでみたいなのやるとこっちから仕草で確かに仕草いいかもしれない。引き寄せの鈴ね。なるほどね。難しいね。そうすると嬉しいですよね。でも確かに図鑑とか埋めてる人にとってはね、切実に欲しいなっていうところかもしれないので、なんかこちらバトルハント検討してみたいなと思います。はい、じゃあ次ですかね。お願いします。続きまして、タナトスハント使用時対象を選ぶ際に毒状態かどうか一目で分かるようにしてほしいです。バイパーファング使用時対象を選ぶ際には毒アイコンが表示されているので一目で分かります。なるほど。はい。小沢さんこれどう？今の状態上アイコンってその上書きできるものもしくは解除できるものだけ対象リストにかかってるかどうかの表示を出すようにしてるんですね。でこのタナトスハントとかみたいに、この時に効果があるよみたいなものとかが欲しいなというのは開発内でも話はしていて、タナトスだけじゃなくてザオトーンとかですね、あと魔法カンタとかあるんですけど、そこをやり始めていくとちょっとどこまで出すかみたいなところの再現がなくなってしまって、今ちょっとそこも検討中みたいな形になってます。なのででもいろいろ出て盗む欲しいとか出てましたね。そうなんです。何でも欲しいなってなるんですけど、人によって欲しいもちょっと変わってくるとも思うので。ですね。で、タナトスハントだけぜひともやってくださいということであれば、これだけとかだったらできるかもしれないです。他もね出てきちゃう。ザオトもやってよとか。次から次へと出てきちゃうからね。で今はシンプルなルールとして同じものを消したり上書きしたりだけやってるってことですよね。更新するときに分かりやすいというねみたいな感じだもんね。はい。分かるけど難しいってところですかね。という感じになってます。はい。じゃあ次行きましょうか。フェスタインフェルノが開催されているタイミングに気づきにくいです。ゲーム内に合図があっても社会人は気づかないので、ログイン時に書き置きでいいので開催中か教えてほしいです。
これはそうですね、さっきの情報コーナーにもあったんですけれど、はいコンテンツガイドに開催中が加わりますし、アイコンが出るとかなり分かりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね。よかったこれは。便利ツールでも入る。便利ツールでも通そうですね知するようになります。実はまだちょっと連絡できてなかったですけどね。はい。通そな知が。たの要望叶えたぞ。お出かけ便利ツールの方でもインフェルノが開いたよ、始まったよみたいな通知が来るようになりますんで、結構手厚くインフェルノに関しては分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はいはい。次いきます。次、玄魔召喚のキャンセル時、玄魔が消えないようにしてほしいです。玄魔召喚のモーション中にキャンセルすると玄魔が消えるのをやめてほしいです。自分の意思で玄魔を消すためにキャンセルするということはまずないと思うのでご一考ください。これはですね、すごくなんていうのかな、確かにそうなんですよね。でもドラクエ10のそのバトルの基本的な仕様に関わっていて、玄魔とか大砲とか資料とかっていうのはその自分の意思っていうかその別なキャラクターですよね。エージェントって呼んでるんですけれど、はいそれが、たくさんゲームの中に出てきてしまうと、表示限界を超えてしまったりとか、その管理の限界とかを超えてしまって不具合の元になるんですよ。なので原則として、新しいものを呼ぶときは前にいるものを消してるんですよ。青山さんこれどうです？まあこれはそうですね。いきなりちょっとごめんなさい、準備してなかったですけど、そうなんですよね。エージェントの数はちょっと上限がありますんでね。そうなんですよね。ジンとかもそうなんですよね。今、そうですね暴走魔法陣とかも置こうと思ってキャンセルすると置かれてたやつなくなっちゃったよとかもしてて。だからゲーマーを呼ぶ前に、ゲーマーを呼びたいよっていうふうな命令を受けた時点で今存在しているゲーマーを消してるんですよね。で、ゲーマーを呼ぶのに、モーションの時間があるのでその間中にキャンセルをされてしまうと、提案にあるような状態になります。でこれも小沢さんと相談してなんとかなるかなみたいな話はしていたんですけれど、唯一一点あるとしたら、玄魔召喚をキャンセルできなくする。はい。詠唱時間もゼロにして即出る。即出る。即出る。ってことか。どっちか。だとしたらできるかなという感じなんですけれど、今までと同じで、玄魔を呼んだら前にいるのはキャンセルいなくなってしまうよっていうふうな仕様のままいくか、あるいはキャンセルできなくしてもうすぐ次のやつを呼んでしまう、消してすぐ次のやつを呼んでしまうというふうにするか、どっちがいいですかね。コメントだと半々ぐらいですかね。半ですかね。そう半々ぐらい。キャンセルで使うんです。消すのに使うって人もいらっしゃるようで、消すんですね。強制キャンセルで使ってる人もいるんですね。またちょっと、そうですね。わざと消すとか。両方用意すればどっちもあるね。両方か。即の人も即出る方が一応優勢なのかな。でもまあ変えたら変えられた方がびっくりしちゃうでしょうしね。今多分 CT の話ちょっと出てると思うんですけど、で今玄魔召喚 CT なくしたんで、そうだね。多分そこの問題はそんなにはないはずで、詠唱がなくなるっていうことは今まで詠唱時間 1.4 秒ぐらいだったんですけど、そこがなくなって後ろの硬直の部分 1. 何秒ぐらいですかねだけになるので、今よりも早くはなるんですよね。でキャンセルできないと確かにちょっと不便になる、避けようと思った時にできないの不便になるんですけど、まあそれなんて言ったんですかね、そこって普段キャンセルがあった時も当たっちゃう時なので、まあでも使い勝手はどっちがいいかなって感じですね。最終的には今のままでいいやって感じになってますからね。ですかね。じゃあ今のままでいきましょう。開発コスト的に今のままが一番楽ですからね。そうですね。
じゃあちょっとすいません、これは今のままの方向で考えて、なんかこうしたらいいんじゃないって強い意見、別の意見があればまた考えましょうかね。はい。大体この提案に限った話じゃないんですけれど、プランナー同士で会議をしているときにこういう提案があって変更しようか、でも一方でこういうデメリットがあったり、今のままの方が好きだっていう人もいるよねみたいな、どっちがいいかねみたいな時になった時は基本的には現状維持をしていますね。なぜなら変えたことによって前の方が良かったって言われてしまうとそれは本当に残念なので、そこは圧倒的に変えた方がいいっていう場合は変えることもあるんですけれど、今みたいに五分五分の時は基本的に現状維持にすることが多いです。はい。これが最後かなですかね。はい、これで以上アンサー以上になります。けっぱった。いやたっぷり。お疲れ様でした。本当たっぷり。お三方本当にね、提案広場に生さんありがとうございました。はい、ということで番組もそろそろやっと別の時間になってしまいました。皆さん遅くまで見てくださって本当にありがとうございます。ここで青山さんからお知らせがございます。私からというか、そうですね。スライドをお願いします。先日任天堂株式会社様からですね、Wii U と任天堂 3DS の任天堂 e ショップの段階的な機能縮小について発表がありました。で、こちらちょっとそれにパッとそれを見てなんか Wii U 版終了じゃねみたいなコメントがあったんですけどそういうことはないのでその説明をしたいと思います。でただ実際 e ショップの方の機能は縮小していくのは事実なのでそちらに関しては広場に詳しく広場じゃないですね任天堂さんのページの方に詳しく載ってますのでそちらをご覧いただきたいんですけれども今日はちょっとその質問が来てるのでそれに関して回答したいと思います。次のスライドをお願いします。まずですね今年の8月に任天堂 e ショップでは、利用券が購入できなくなるという案内が出ています。で、ごめんなさい、すいません、購入じゃなくてチャージができなくなるという案内が出ていますね。で、任天堂 e ショップで、利用券の購入はできます。でですね、チャージされてるものがあれば買えますし、任天堂ちょっと厄介なんですけど Wii U 版に関しては、今2種類の利用券購入の方法があって e ショップで買う方法と、アストルティア入国管理局というか、そうですね、当社のスクエニの仕組みで買う方法とありまして、スクエニの仕組みで買ってる方は問題なく今のままでいけて任天堂 e ショップで買ってる方および 3DS 版はその方法しかないのでそちらの方はですねこの影響を受けるんですけれども、任天堂ネットワーク ID っていうのを今使ってると思うんですが任天堂スイッチとかで使われている任天堂アカウントのと、今の任天堂ネットワーク ID を連携することができまして連携してしまえば任天堂アカウントに、チャージすることができて利用券の購入もできるのでそちらごめんなさいチャージすることができるのでそちらの連携っていうのをやってもらえれば追加もチャージもできることになりますのでこの任天堂ネットワーク任天堂アカウントに関しては任天堂スイッチ持ってなくてもウェブとかスマートフォンでできますので、できるようになるんですよ。でこちらちょっと厄介なんですけど、広場のやり方に関しては広場経由で任天堂さんのサイトかなに行ってみてもらえれば分かると思いますのでよろしくお願いします。はい、ちょっとややこしくすみません。はい、で、来年3月に利用券の購入ができなくなるというところがあるんですけどもこちらその通りできなくなってしまうので Wii U に関しては現状でそのアストルティア入国管理局というか当社のサイト当社の方法で、利用券購入していただければ問題なく引き続きできるようになっています。で、3DS 版任天堂 3DS に関しては実はできなくなってしまうのでこちらできるように今システムを作ってます。ちょっと急ピッチでちょっと前に任天堂さんに言われたんですけども、頑張って作って、来年3月までにはできるようにしたいと思っています。はい。で、アップデートできなくなるのみたいな話もあるんですけどこれはちょっと推測で推測している方もいらっしゃると思うんですけどアップデートに関しては問題なく
できます。ただ新規購入ができなくなるという案内がありましたので、実際正直なところ、今私の立場からはっきり言ってしまうといろいろ問題があるんで、今の私の考え希望ということですけれども、バージョン6の期間中に関しては WiiU にしても Nintendo3DS にしても、問題なくプレイできるように、するつもりでいます。で、この流れなので将来的にあれですね、例えばWiiU からこれもちょっと約束はできないんですけど、WiiU から Nintendo Switch、WiiU 版ドラゴンクエスト10オンラインから Nintendo Switch 版への移行とかもしやすくできるようにっていうのは今検討しています。ちょっと約束はできないですけどね。ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこの間もね WiiU の思い出を語ろうみたいなハッシュタグ盛り上がってて、なんかドラクエ10が上に来てましたね。ずっとトレンドに入っててね、みんな WiiU といえばドラクエ10みたいな人がいかに多かったんだろうなみたいなね、ありましたけどもね。青山さんありがとうございました。では、続いては、お知らせです。お願いします。今日ですね、もう明けましたので、今日3月2日より第9回アストルティアナイト総選挙を開催します。第9回アストルティアナイト総選挙は前回の総選挙の上位3名、開発運営チーム推薦の2名、2021年4月実施の、予選上位の3名の計8名の中から冒険者の皆さんで今年の一番の間にふさわしいキャラクターを決めるイベントです。1日10票まで自由に投票できるので、お気に入りのキャラクターに投票してあげてください。一点お知らせございます。こちらね、冒頭でも言いましたけれども、ナイトからプレゼントがもらえると、結果発表期間が例年より短いです。なんとも言うんですけれども、こちらね、受け取り忘れないようにご注意ください。3月12日から15日、4日間短いので皆さんね、忘れずに、イベントの詳細は目覚めし冒険者の広場にてご確認ください。お願いします。続いては3月11日より目覚めし冒険者の広場で第9回アストルティアプリンスコンテストの作品募集を開始します。アストルティアプリンスコンテストは、我こそはプリンスにふさわしいという気持ちを込めた自撮りのスクリーンショットに自己 PR を添えて投稿していただくイベントとなっています。上位に入賞された方はゲーム内アイテムスライムの冠をプレゼント。そして副賞といたしまして、イラストレーターかなへん先生がイラストを描いてくれる権利をプレゼントします。超豪華ですよ。ドラゴンクエスト10みんなでインするみんなでインボリューム6の特典デザインや星のドラゴンクエストなど、ドラゴンクエスト関連の企画でもおなじみのかなへん先生、 DQ10 のキャラをどのように描いてくれるのか、こちらもお楽しみに。その他の詳細は近日中に目覚めし冒険者の広場にてご確認ください。続いてはドラゴンクエスト10ビットキャッシュキャンペーンのお知らせです。5000円以上ビットキャッシュを購入して期間中5000円以上チャージし、利用したビットキャッシュのひらがな ID を特設サイトで入力すれば、メタル迷宮招待券や DQ10 ショップのお買い物の経験値等などが漏れなくもらえます。またさらにその状態で DQ10 ショップで5000円以上お買い物をすると、5000以上利用するとメタ金メダル、虹の錬金石等の冒険で役立つアイテムをゲットできます。その他ご応募いただくと抽選でマイタウン権利賞やマウスパッドなどのリアルグッズが当たる抽選チャンスもあります。こちら3月31日までの期間限定となっておりますのでお忘れなく。詳細はキャンペーンサイトご確認ください。次はドラゴンクエスト10オンラインみんなでインするみんなでインボリューム6のご紹介です。アストルティアや天聖教での冒険がもっと楽しくなるみんなでインシリーズの6冊目、もう早くも6冊目なんですね。3月31日木曜日に発売されます。天聖教や天使、新職業海賊、原生語パニガルム、リニューアルした不思議の的などバージョン 6.0 の新コンテンツを中心にアストルティアでの冒険を楽しむための情報をいっぱい詰めた一冊となっております。こちらですね、目覚めし冒険者の広場で募集した第4回ハウジング写真コンテストの優秀作品やバージョン 6.0 を冒険する清掃を集めたマイコーデコレクションなども掲載予定です。さらにちょっとね、さっき紹介しちゃいましたけれども、ミナデインボリューム6の特典アイテムコードはかなへん先生書き下ろしイラストによるチャットスタンプかなへん以上、
超可愛いですよね。よろしくってやつですね。使いやすい。はい、冒険地の気軽な挨拶や会話にも使いやすいキュートなスタンプばかりとなっておりますので、ぜひこちらの方お楽しみに。そして表紙は英雄たち豪華に並んで両手を上げて皆伝を打つ白王、ラダガート、リナーシェ、フォステイル、ドルタム、カブ、ナンナの7人が目印です。ってことはじゃあボリューム7は人間チームかなとかね、ちょっとねいろ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 ちょっとね考えちゃいますけどね。はい、こちらですね、スクエニックスイーストをはじめ全国の書店様、ネット書店様でも予約中受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。あれ、株の発音が違った？株って言ってた。株でしょ。株か。失礼いたしました。株でございました。すごいまで野菜が出てきた。間違ってもいいやで。すみません、失礼いたしました。はい、最後は DKT ショップからのお知らせです。2月24日からは、発売の新アイテムをご紹介します。まずはおしゃれ装備からクールなストリート衣装ユースパーカーセット登場です。ハウジングアイテムは第10回アストルティアクイーン総選挙の人気アイテムが再登場。イベント会場で入手できたキャラクター2ワグに加え家具バージョンも用意いたしました。さらに桜の花がデコレーションされた2種類の写真機用フレーム桜レンズや、植物の庭具、プクランドの木々セットもお届けしちゃいます。このねユースパーカーセットなんかね、もう本当鳥山先生っぽい、あられちゃーみたいなね感じの可愛い装備ですのでね、ともどもぜひチェックしてみてください。そして DQ 店ショップのお買い物のランクのご紹介です。お買い物ランクとは DQ 店ショップでアイテムを購入して獲得したお買い物経験値に応じてランクが上がっていく特典サービスです。到達したランクに応じて年度の終了時に特典アイテムをもらえます。本日はプラチナランクのドルボードの動画をご用意いたしました。ご覧ください。マカロンタイプのスイーツな2種類のドルボードをご紹介です。プレーンなスカイブルーのマカロンプリズムとピンクのマカロンにチョコをディップしたチョコマカロンプリズムです。キラキラと輝く星を散りばめながら駆け抜けます。はい、思わずね食べちゃいたくなるような美味しそうなドルボード2種類ご紹介いたしました。落ちそう。乗り方がねバランス取る。はい、これらのドルボードの詳細な動画は近日中に目覚めし冒険者の広場にて公開予定となっております。言うなそれを言うな。鹿島が。偏見するんだ。する？偏見する？しないか。はい。そしてお買い物ランクに関する情報です。さらにすでにご案内しておりますが、最高ランクのダイヤモンドランクに到達すると S、M、L のお好きなサイズの家キットをお一つプレゼントしちゃいます。またこちらの新たな家キットの登場に合わせまして3月下旬の DQ 店ショップ更新ではこれら3種の家キットにぴったりのデザインの家具庭具を販売することが決まりました。ランク特典の家と組み合わせるとコンセプトにバッチリ合った家が作ります。アーチや塀などを使って庭やマイタウンをアレンジしたり、室内は壁を使ってお部屋を作ることができるので大きな間取りはもちろんコンパクトなお部屋をたくさん作ることができます。ぜひお買い物ランク特典で家キットを獲得して試してみてください。以上 DQ 店ショップからのお知らせでした。ありがとうございます。では最後に皆さんから一言ずつ感想いただきたいと思います。まずは、リーナから。はい、なんかどんどん便利になっていくから、技術者たちに感謝しかないし、なんか続けてよかったなって今日もう深く思いました。リーナもなんだかんだやって結構長いもんね。長いんですよ。でもバトルまだまだ下手で、なんかその4人8人のコンテンツはちょっと大使集めていきたいなとはい思いました。パーティー組んでね。はい、楽しみにしてます。放送でねやれたらいいよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。そして雑賀さんいかがだったでしょうか。はい、もう本当このねドラクエ10始めてもう10年経つんだっていうのがすごい
でこの歴史がすごいなっていうのを、まあ、ちょっと実感しているところなんですけども、今回も本当に盛りだくさんでもう頭の中がもう飽和状態になっているので、改めてねまたしっかりとこうお知らせを読み返して理解していきたいなというふうに思うんですけども、本当お話なんかもどんどん盛り上がっていきますし、でこんなコンテンツもね皆さんのおかげで本当開発者の人たちの苦労がものすごく感じられるので、でそれをね大事にもその分大事に楽しく遊んでいこうかなと思うので、皆さんも一緒にね冒険を楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ポステール気になるよ。ね気になる終わり方だったねえチラチラはい、では続いて今日はね初めての自分のコーナーもね持っていただきました、小沢さんからお願いします。はい、皆さん遅くまでご視聴ありがとうございます。すいません、ちょっと私のコーナー長かったかもしれないです。次回あんのかなわかんないですけど、もしやるときは頑張りたいと思います。もしかするとね最初の頃に話してたお話のこととか忘れちゃってる方いらっしゃるかもしれないですけど6.1 のシナリオをこうアストルティア側のねを舞台にしたすごいなんか懐かしさもありみたいな感じのシナリオになっているので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして安西先生、はい、今日は長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。さっきちょろって言ったんですけれど、プチマイタウンと必殺技に関しては今後のアップデートになりますんで、もうしばらくだけもうちょっとだけお待ちください。でもね6.1 みんなスタッフ頑張ってすごくたくさんいろんなアップデートがありますので、そちらを楽しんでいただけたらと思います。ストーリーも本当にねいい出来なので楽しみにしてください。でそうですね、今日本当に最後にどう話そうか悩んでたんですけれど、コロナも大変で、ヨーロッパでは戦争が始まってるじゃないですか、こうした中で我々ゲームは戦争をどうこうすることはできないんですけれど、ゲームを遊んで、一人でも多くの人が楽しいとか幸せだって思うことは世界をより良くしていくことだと思いますので、今後も頑張って、皆さんに楽しんでいただけるものを作っていきたいと思います。皆さんも、一緒に遊んでいるネットワークの友達ですとか大切な人を幸せにしてあげてください。今後ともドラゴンクエスト10をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ゲーム楽しめるの幸せですよね。はい。では続いて青山さん。はい、本日はどうもありがとうございました。長い時間ねお付き合いいただきまして、なんかね台本で明日ってなってたのがいつの間にか今日になってたりとかしてね大変でしたけれども、バージョンアップ情報に関してはですね、ちらっと出てましたけどちょっとさっとスライド抜けちゃいましたけど、3月10日頃に冒険者の広場で目覚めし冒険者の広場で改めてきちんと正確な情報を告知する予定になってますので、そちらもお楽しみにしてください。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では竹岡さん。はい、今日はね、小沢さんが安西先生にね激おこするっていうね貴重な、シーンが見れましたが、それだけやっぱ熱いものづくりをしてるっていうね表れだと思いますので、いいシーンを見せてもらいました。小沢さんにはね次回こういう時はね何かリクエストするなんかお水以外のなんかね、ちょっとおしゃれなやつとかねご用意して、頑張っていただきたいなと思っております。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとツッコミ用のハリセンとか用意してます。そうですね。実力講師を。実力講師ね、今日でも竹岡さんね、皆さん気づいてました？これドラキーの服だったんですよ。コラボのやつですね。可愛い。見えるこれ。いろんなところにドラキーがいる可愛い服だったんです。すごいこれ。見えるこれ。可愛いですよね。可愛い。いるドラキーが可愛いんですこれね。ありがとうございました。では最後椿お願いします。はい。いやなんか本当に。コメントでもいっぱいあったんですけど、細かい紙アップデが多すぎて、福引きから始まり、どんだけやりやすくなるのみたいなね、なんか細かいところに行き届きまくってお忙しいのにありがとうございますってね感じがするんですけど、はい、でもやっぱストーリーもね楽しみなんで頑張って楽しんでいきたいと思います。そして私ドラゴンクエストの、コラムの方ですね、 V ジャンプのメルマガの方で書いておりますので、皆さんぜひそちらの方も読んでいただけたら嬉しいです。はい、今日も放送、そしてアストルティアでこんな遅くまで見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お騒がせしました本当。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次回の超電球天 TV でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。
セーリアは僕が守る。新しい城が完成した暁には建国と私たちの結婚を祝う盛大な式典を開きましょう。その日が待ち遠しい。いよいよ明日ですね。私とあなたが夫婦となり国が生まれる。誓いましょう。ドアチャッカ大陸の新たな神となる俺たちの初仕事ってわけだ。我がドルアームの恩人よ、よくぞ参った。ドアチャッカ大陸全土が火の海と化し、被害は甚大なものとなるでしょう。滅びから救う知恵をお貸しください。どれだけ私が戦って命をすり減らし抵抗を続けても結局全てが失われました。私も一緒に行くよ。愛する者を失うのは死よりも辛いこと。いっそ最初から持っていない方がマシだと思うほどに。ふざけたこと言わないで。進化の儀は失敗し、英雄たちは悪人と化した。悪人たちの行方を追うとともに進化の儀の失敗の原因についても調査を進めてね。こんな空間を作り出すなんて。あっ祖先の罪、そなたの血であがなうがいい。